さあ始まりました。やってまいりました。本日11月11日はベースの日でございます。はい、ということでございまして、まずはこのベースの日11月11日恒例のこの言葉からスタートしたいと思います。ハッピーベースデー。ありがとうございます。拍手喝采が聞こえております。ありがとうございます。11月11日1が、4つ並んでおりますよね。はい、まっすぐの線が4本並んでいる。これはベースの弦に見立てればということでベースの日でございます。ありがとうございます。音楽のボトムを支えるこのベースという楽器を通してですね、音楽をもっともっとさまざまに触れるきっかけを作っていこうという趣旨のもと、2013年の11月11日にこのアイデアが生まれてですね、その後クラウドファンディングを通して集まった賛同者の皆さんとともに日本記念日協会に申請しました。2014年にベースの日としてこの11月11日登録されましたということでベースの日でございます。はい、そして2015年から、毎年ベーシストが中心となって、この11月11日を中心にですね、楽器への興味を高めて、もらったり、音楽のより深い幅広い接し方を発見してもらったりということで、その楽しさを分かち合うことを目指して活動を広げております。はい、もう朝からですね、ハッシュタグベースの日でベーシストの皆さん、音楽好きの皆さんが、音楽好きのリスナーの人だったら自分の好きなベーシストはね、こんなベーシストですって名前を挙げたりだとか、ベーシストの人は自分の愛用しているベースを挙げたりとか、ベースの印象的な曲をみんなに教えてくれたりと、このハッシュタグベースの日を通じてですね、いろんな音楽やアーティストに触れていると思います。はい、11月11日はこれまで The Bass Day ライブ行われたりとかですね、ベーシスト座談会が開かれたりということで、こういった配信イベントとかラジオでスペシャルプログラムも開催されてきました。さあということで今年のベースの日、今年は何をやるかと言いますと、The Bass Day トークライブ2022と題してさまざまなベーシストにご登場いただきます。22時30分まで生配信してまいります。さらにこれ22時夜10時からの30分間はですね、なんと J-Wave ラジオのスペシャルプログラム The Bass Day Radio と連動してお届けしたいと思います。さあそれではですね、たっぷりとベース談義していきたいと思います。まず最初に登場していただくのはこのベーシストです。いらっしゃいました。どうぞどうぞお越しください。お座りください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベーシスト
須永和弘さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。須永さんと僕めっちゃ久しぶりなんですよね。実はそうなんですよね。初めましてじゃなくて、はい。で後にベーシストとして本当にいろんな体験や現場アーティストと、いろんなセッションだったりレコーディングだったりライブだったりと、このベーシストとしての幅をどんどん広げる原点とも言えるバンドクオシモードとして僕お仕事でお会いして、お世話になりました。でも十数年ぶりなんですよね。そうですね。早いですね、時が経つのは。あっという間ですよね。ということでまずはもちろんベーシスト須永さん、この言葉でスタートしたいと思います。ハッピーベースデー。ハッピーベースデー。ハッピーベースデー。みんなにも馴染んでいければなと思っておりますけれども、改めてでもそのベーシストとして、ベースの日を迎えるっていう感覚ってちょっと不思議ですか？そうですね。ベースの日がなんかできたのがちょうど9年前とかですもんね。なんかこういう日ができる日が来てなんか嬉しいですね。ベースっていうものってやっぱなかなかこう世の中に触れることがないので、少しでもこう知ってもらえる機会ができたって思っていますね。なんかこう僕はね、それこそいろんなミュージシャンの方に会うので、ベーシストの方のなんていうの存在感みたいなのは、意識というか普通にこうベーシストがこう影に隠れてるとか、なかなか日の目を見ないみたいに言い方皆さんされるんですけど、そんなことないのになっていつも思いながらこう曲を聴いたりライブを見たりするんですけど、須永さん自身も長くやられてて、やっぱベースの存在感ってやっぱその全体のイメージいくと弾いた感じにいるなっていうのはそういう感じなんですか？まあそうですね。やっぱりそのギターとかドラムとかそのなんですか、目立つ楽器に比べたらやっぱちょっとね後ろにいるような存在に見られがちかなっていうふうには思いますけど、やっぱその音楽の曲として考えたらそういうわけでもないなって、またそういうところがちょっと好きだなと思ってます。なるほど、そこも良さだと。そこも良さ。なるほどね。実はもう必要なんだ。すごい必要なんです。確かにベース内で音源聞いてみって話になりますからね、このね。でもちろん僕はそれこそクオシモードとしての活動で知り合ったんですけども、その後とにかくこれ上げていくと何人上がるんだろうっていうぐらい、とにかくたくさんの今の音楽シーンを本当に引っ張る華やかにしているアーティストたちの、レコーディングだったりサポート、ライブでサポートだったりということで、愛子さんの現場は結構僕も印象的に見てるななんて思って。本当ですか？それこそキャリアの長い人でいうと石井達也さんとか大友康平さんなんかも名前が挙がったりとかそうですね。ポルノグラフィティだったりとか嵐、生き物係、そうそうたる方々のベースを弾いてらっしゃる、そんな須永さんにアンケート取ったんですよ。覚えてらっしゃいます？僕が答えたアンケートですよね。いろいろ聞いていきたいと思います。突っ込んでいきたいと思います。ぜひお願いします。まずこれ僕いつも思ってるんですけど、ストラップの長さが結構バリエーション豊富なんですよ。それぞれベースの皆さんそうですよね。これ他の楽器よりもなんかすごい特徴的だな、楽器の位置みたいに思ったりもします。確かに言われてみたらそうですね。須永さんのストラップの長さ、ベースの位置、こだわりあるんですか？こだわりは特にないんですけど、弾きやすいところの高さにしてますね。その弾きやすさの高さがみんなそれぞれ違うっぽいんですよ。そうですよね。多分座ってよく練習される方は座ったままの状態でこう立ったところがちょうどいいとか、あと自分なんかピックとかで弾くので、その腕の重さをこうかけられるような高さがいいとか、そうすると自然と低くなったりするんですよね。この辺高さだともうこの辺固まっちゃうんで。その2つも大きく違うんですね。指で弾く人とメインで弾く人と、ピックでスラップの人はそれぞれの弾きやすいポジションがあると思うんですよね。分かってきた。分かってきたよ。まずそこが違うと。そうですね。ジャンルだったりとかでも、ピックが印象的に弾けるジャンルだったりとか。そうですね。割とだからロックバンドってね、こう低いイメージとかないですか？あとこうちょっとね、入り組んだ曲だったりとかするとこうテクニカルな人なんか動きやすいみたいな。まあざっくりそんな感じですかね。
でもこの座った時に弾きやすくてそのまま立ってみればいいじゃんっていうのは初心者の方ももしかしたらどうやって弾こうと思った時に普段なんとなく練習するのがそのまま上達するポジションかもよみたいな。そうですね、それはありますね。おお、すげえ。でも座って弾きやすいっていう人に限りますけどね。立って弾きやすい人は、あ、それはあれですけど。でもなんかレコーディングしてる風景がたまにこうね、初回版の DVD に入ってたりするじゃないですか。はい、ありますね。そういう時はなんかすっげえ動いてる印象のベーシストも、はい、なんかすっごいこう椅子に座ってじっくり弾いてるようなイメージがあるんで。そうですね。録音になるとやっぱそういうモードになるんじゃないですか。はい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 。やっぱああいう方が弾きやっぱ椅子座った方が弾きやすいのかなみたいな感覚はなんかそれ見てるといつも思うんですよね。そうですね。それはもう当然ありますね。はい、すげえ。今日は目から鱗の話ばっかり聞ける。はい、という、自然だよっていう話ですね。はい。そしてですね、アンプのつまみのメモリは何時に設定してますか。これベースやってねライブとかやり始めたらなんかみんな行き着くところなんですけど、意外にそんなにこう絶対ここみたいなポジションないんですね。ないですね。その場とそのねアンプの大きさとかにもよるし。ああ、なるほど。いつも使ってる自前のアンプだったらいいんですけど、はい、そうじゃなかったりするとその会場に合ったものを使ったりとか、借り物だったりとかレンタルしたものだったりとかするとやっぱそれぞれに違いますよね。あれって自分の愛用を常にどこにでも持ち込むってわけじゃないんですね。持ち込む方もいますけど、僕、レコーディングの時は持ち込んでるんですけど、アンプの時は何台かちょっと持ってて、たりでかいのが必要だったりすると運べないので、その時は楽器会社にレンタルしたりしますね。すげえ細かいとこまで全部教えてくれる。普通に答えすぎですかね。いいえ、気になる気になる。あと、これ結構みんなそうなんじゃないかなって、人には言わないけど、自分のベースにニックネームつけたりします？それがねあんまないんですよ。ないんですね。もう楽器名で呼んじゃってますね。そのまんまっすね。愛着がないとかそういうわけじゃないんですけど、名前そうですね、つけてないですね。今まで一回もないですか？今までない。初めて持ったベースでそうですね、なんとかちゃんみたいにしたことはないですね。一緒に布団に寝たことありますけどそっちの方がおもろいからボールは友達じゃないですか。ベースは友達。知るにはどうしたらいいな。ただそれちょっとお互いにとってなんかね、危ないんで一回でやりました。ベッド高さあるんででも一回試してるっていうね。試しました。今日ちなみにですね、これ自前のベース。そうウッドベース。あれ今日ウッドベースでよかったんですよね。いいですよ。ベースですから。でよかった。まさかこれと一緒にベッドに寝ることは。これはさすがにないですね。これベッドに寝かせたら自分の寝るとこなくなっちゃいますけどね。これみんなそれこそ須永さん見る方は、自然になんかこっち弾いてあっち弾いてってできんだろうと思ってるんですけど、意外にそうでもなかったりするんですか？いやでも意外と普通のエレキベース弾いた方だったら多分チューニングも一緒だし、その尺が長い分ちょっとあれですけど縦になる分と、でも意外とそのエレキベースの知識で弾けちゃうと思うんですよね。基本は一緒だよみたいな。ただなんかウッドベースだったらこういう奏法がいいとか、特有のもあるんですね。特有のもありますね。やっぱ開放弦を。そうですね。フレットがまずないですもんね。ちなみにこれ今音出ます？音出ますね。これ生音でってことなんですか？でもピックアップがついててってことなんですよね。そうですね。今2つついてます。ピックアップ。ちょっと弾いてもらってもいいですか？今生音でいいですか？いきなり弾いてもらってもいいですか？いやでかいんですよ。近くで見るとこれ皆さんステージでね向こうの方で弾いてる人見ると思いますけど、近くで見るとめちゃくちゃでかいんですよ。さりげなく全員で拍手しておりますからね、会場でね。すげえ。ウッドベースを使う時ってどういう時なんですか？やっぱりこのなんていうんですかね、エレキベースにはないこの温かめにふくよかなこの箱が鳴っているような
曲っていうか、アコースティックが大体多いんですけど、エレキベースでは出ないようなそういうサウンドがやっぱ出るのでこっちでは、逆に言えばこれでエレキベースの音出ないんですけど、当然ですけどそれぞれのそうですね良さが、はい、でもこの存在感の違いがすごすぎて、いやもう本当なんかいいですよね。なんかかっこいいっす、そして思ったよりでかかった。あ自分がステージで見ている感じよりもめちゃめちゃ威圧感っていうのはちょっと言い方悪いんですけど、すげえ存在感です。ね、なんかだって須永さんの体半分見えてないぞ今。ごめんなさい。じゃあ置きます。これちょっと待ってください。これじゃあ持って帰ろうと思ったら、はいタクシーとかって乗れるんですか？これ乗車拒否されたりしません？乗車拒否はなきにしもあらずなんですけど、なくないんだ、なくないんだ。でも乗ります実は。普通のいわゆるセダン型のセダンの中型って言われてるものだったら、最近だったらね背の高いありますけど、セダンで実は乗せるやり方があるんですね。乗せ方があるんですね。乗せ方があるんですよ。誰が発明したんだろう、その乗せ方。誰かあったんでしょうね。助手席を倒してで後ろにまで下げて、助手席から頭からこう入れていくんですね。ここから。そっか。はい。で後部座席のヘッドレストの間にこのヘッドがいって、へえ、ほぼ人として乗せますね。そうですね。めっちゃ寝る人として乗せるんですね。でも乗せると大体運転手さん喜んでくるんですよ。これ運んだみたいな。これ運べるんだみたいな。知らなかった。素敵な経験ができる。そこでまたねコミュニケーションが生まれて。いいですね。タクシーの運転をされている方、優しく特別な体験をしてください。素敵。ちょっと待ってください。タクシーで帰るはいいんですけど、家入るか。家入るんですけど、やっぱね家のドアっていうんですかね、部屋のドアがなかなか入らなかったりするんで。そもそもだって身長より高いですもんね。でもこれはちょっとね伸ばしてるんですよ。うわ、でも相当これまた部屋の廊下にあったらちょっと歩きづらいですね。もうこうやってやるか。ぶつけたくないし。そうです。じゃあ意外に苦労しますね。そうですね。持ち運びに関してはやっぱり苦労しますね。すごいな。これがウッドベースですよ。このサイズ感。これ多分標準ぐらいの大きさですね。これより大きい小さもある？あります。ボディが大きかったり、もうちょっと小さかったりしますね。でもそれこそバンドでやってなんか曲によってはもしかしたらそういう温かみのある音を入れたいけど、ベースどうしようかなみたいな、レンタルでもいいからこっちにしてみたい、こっちを弾きたい、でも弾いたことないベーシストもいるかもしれないですけど、このいわゆるエレキベース、いわゆるみんなが弾いてるベースからここに移行するためには、あんま基本は変わらないですよっておっしゃいますけど、コツもあるんじゃないですかやっぱり。そうですね。やっぱりそのエレキベースより間隔が広いので、そこでまず苦労されるっていうか、そこを感覚つかむのがまず最初に問題になってくるかもしれないですね。触れてみてですね。あとはフレットもないし、ここだなっていう感じを指の感覚をまずは掴んでもらうと。そうですね。自分は今12フレットにここ修正ペンで打ってますね。そっか、自分でちょっと分かるように。あと鉛筆でなんかこうやったりとか。最近ではなんかクラシックの方でも向こうの方でも書いてるっていう話ですね。やっぱ音程外すよりいいかな。そうですよね。ちゃんとそこを抑えられるのがまず第一ですもんね。なんで全然この辺に書いちゃってもいいと思うんですよね。そのうち指が慣れてくるしねってことで、お墨付きをいただいた感じのこの練習法、試してみてください。借り物はダメだよ。借りたのはダメだよ。いや、こんな至近距離でこんなまじまじで見たの初めてです。結構年季入ってますよね。これまたその年代とかもあるんですか？なんかこう古くいいなりがいいとか。そうですね。やっぱ古いものだったり音乾いてたりしますよね。やっぱり。それはもうベースも変わんないですよね。そうですね。同じです。なんでそれぞれやっぱエレキベースより個体差があるので、作りがちょっと生の音ですもんね。それ好きな音をね弾いて選んで。すごい。すみません、ありがとうございます。早速かっこいいフレーズを弾いていただいちゃいました。やった今日はだから随所にちょっと弾いてねが出てくる可能性がありますので、ぜひ引き続き楽しみにしていただきたいと思います。
あと気になるのは一番最初ベースこう練習した曲とか何練習したらいいですかとかあると思うんですけど、最初にベーシストとしてコピーした曲を覚えてますか？ベーシストとしてコピーしたのはユニコーンさんの「素晴らしい日々」という曲があるんですけど、はいはいはい、あれをコピーしました。名曲できましたね、はい、どうでしたかユニコーンの？あれずっと8ビートなんですよ、で同じようなフレーズが続くんですけど、はい、すごい難しかったです。エビさんさすが。最初さすが、そうなんですね。なんだろうこの経過音はみたいな、はいはいはい、合ってんのかなみたいな。これ優しいのからトライした方がいいんですか？やっぱちょっとハードル高めなところなんとか頑張る方がいいんですか？でもやっぱ弾きたい曲があるんだったらそれを言った方が簡単でも難しくても、そこを目標に頑張ると思う。なるほど。これいいモチベーションですね。自分の好きな、もしかしたら憧れのベーシストが弾いてるあれめっちゃむずいって思いながら、なんとかそう、なんかちょっとぽくなってきたみたいな、なるほどね。ありがとうございます。分かってきたよ。変化球投げていいですか？得意料理は何ですか？得意料理これちゃんとアンケートに書いてあるからね。さっきラジオ出させてもらった時趣味でカレーって言ったんですけど、お変えてくる？絶対にそんなに失敗しないナポリタンです。おでもナポリタンは王道から変化球までこれまたちょっとかもしれないですけど、そうですよね。大体でケチャップがまとめてくれるじゃないですか全部。そう最終的にパスタ茹でて野菜切って最終的にケチャップがあれば絶対もうたどり着くとこがある程度決まってるじゃないですか。ここまでいけるっていう。で料理のこだわりと、意外にその音楽のこだわりで、共通点があるんじゃないかっていう俺は常に深掘りをしてるタイプなんで、あると思います？それともいやでも確かにあると思いますね。ベーシストの方って結構グルメだったりそれこそさっき言ったカレー好きだったりするじゃないですか。なんかこう、作る方に関してはこう作りながらどうなるかとかで次はこうしようとか、なんか結構掘り下げていく方が結構いると思うんですよね。なんか次はこうしようみたいな軌道修正してどんどん良くしようみたいな、そういうなんか凝ってる方が結構多い気がしますね。ちゃちゃっと作って食べれればいいやっていうところで止めない探求心みたいなのを持ってる方が結構いると思います。ただのナポリタンと侮るなかれ。ちなみに、話をベースに戻していいですか？それこそね最初ユニコーンを練習してって話ですけど、もともとその音楽や、もしかしたらベースやに憧れてミュージシャンやろうみたいなのが小さい頃からあったタイプですか？なんかベーシストになろうっていうと決めたっていうか思ったのが先なんですけど、その小学生の時とかから音楽に興味があって、で音楽クラブとか入ってたんですけど、それはベースで？いやベースがなくてトランペット吹きたくて、でも割と背が後ろの方だったんで体格的にちょっと大きい楽器、でチューバかトロンボーンって言われて、そうなるんだ。でトロンボーンを吹いてて、あとピアノとかもちょっと好きで弾いたりとかして、でそこからですね知り合いの友達のお父さんが結構プロっぽいミュージシャンの方で、そこから結構影響を受けたり楽器教えてもらったりとかして、でいろんな楽器のことを教わってでたどり着いた感じですね。じゃあもともといろいろこう楽器は試してみて、なんかこの楽器はこうとかっていうふうに考え方はしてなかったですよ。漠然となんか楽しいもんだなっていうふうに思ってて、でそこからですね、そうなってくるとベースはもちろん軸にありながらも、こう将来的な例えばそれこそ自分のプロジェクトが今ね、うなぎやられてますけど、自分のプロジェクトだとそういった要素が全部入ってきますよね。このねアレンジだとか。そうですね。そうですね。そういう知識を生かしてそこに全部盛り混ぜていけたらいいなと思ってますね。でもこれだけ華やかにいろんな方々のベースを彩っている方も、サポートミュージシャンの方って本当にいろんな方とお仕事をされてベース鳴らされてますけど、もちろん自身のプロジェクトだったりもしかしたらバンドだったりっていうスタート地点があったりとかするんですけど、
これだけ幅広くいろんな方に求められるって、はい、ベース頑張ろうと思ってる方の中には、はい、やってみたいと、そんないろんな方のベースを鳴らしてみたいと思ってる人いっぱいいると思うんですけど、はい、どうしてここまで砂が需要が上がったんですかこの業界に。いや嬉しい、ありがとうございます。そうなんでしょう、いや需要そうですね。やっぱなんかこう活動してるとやっぱ横のつながりとか音楽関係者の方ともいろいろつながるので、そこでなんかいろいろ一緒にやってみたいと思ってくれる何かがもしかしたらあるのかもしれないですね。ちなみに心がけてることはありますか？心がけてること、やっぱりそのさっき匠さんが言ったようにいろんなとこでやらせてもらうんですけど、もうその場その場でもう全力投球するっていうか、できることをやる、今持ってる全てをやっていけばやっぱ周りにも伝わるし、聞いてる人にも伝わるし、当たり前のことなんですけど、それを心がけてますね。やっぱり一番こう根本的なことを言われたから、そうだなと思う自分がいるのとでもそれだけでいけたかしらみたいなところはあるんですけどね。いや絶対知りたいですよね。それを知ったところで多分同じことはできないかもなとは思いつつも、全力投球なわけですか。それが最終的にはつながってるんじゃないかと。そうですね。やっぱりあとね、自分の出したい音を出して、こう自分らしさをこう出していくっていうこともやっぱ大事かなって思いますね。そっか、それってある意味癖だったりとか、そうですね、なんか特有の音作りみたいなところの、誰にでも合わせるよみたいなことだけじゃなくて、自分ってこういうタイプのベースなんですよね、みたいな個性の探求も必要。そうですね。やっぱりそれぞれやっぱイメージあるじゃないですか。ウッドベース今日持ってきたんですけど、ウッドベースのイメージがすごい強いって言われたり、エレキベースのイメージが強いって言われたりもするんですけどなんかそういうこの人はこうだなとかって思わせるような、なんかこうなるほど、イメージじゃないですけど、もうやっぱ大事ですよね。あとサポートミュージシャンとはいえベーシストでそこに入っていくときに、なんかそれぞれのメンバーは違うわけですよね。やっぱそのね、現場によって違いますもんね、やっぱり。そこにあるその醍醐味みたいなのはなんか感じたりしますか？そうですね。やっぱりそのチームに行くと、さっき言ったようにそれぞれの個性が光ったプレイヤーがいるので、そのチームで作るバンドサウンドどんな風になるのかなとか、あとどんな人かなと、初めましてだと、どんな人かなとか、あと今までやったことがいるプレイヤーとまた新しい人とどんな風になるかなとか、そういう楽しみありますね、やっぱり。アーティストがボーンと出ている状態であっても、そのこう周りを固めているミュージシャンの違いによってプレイヤーとしてはやっぱグルーヴというか、もちろんそのね、他のメンバーの音聞いて自分もその触発されて演奏したり、逆もしかりじゃないですか。そこでなんか起きるもの、やっぱ面白いですよね。だからあなたの好きなアーティストのメンバーでまたツアーによってちょっと違ったりだとか、時代によってメンバーが変わったりとかっていう楽しみは今度ライブで楽しめるわけです。そうですね。音源は一度こうレコーディングされたものを皆さん聞いてますけど、そこにあるその皆さんの演奏してるグルーヴをまたちょっと違うニュアンスで聴けてるってことですもんね。それをね、このアーティストさんにこうバンドで全員で作るものはやっぱ変わってくると思うし、何かしら影響も出て良くなればいいなと思ってるし。面白い。これライブ行った時もちろんね、歌ってらっしゃる方皆さんわっと見て、こうコール&レスポンスしたいななんていうね、今時代思ってる人いっぱいいますけど、じっくりこのバンドの演奏がね、こんな感じなんだみたいなの、あれ前回のとちょっとなんかこう雰囲気違うなみたいに思ったあなた、もうすでにこっち側の沼に入ってますよ。そうですね。これちょっと前にね出てもらったラジオのね JWEB の方でもお話しされてますけども、ソロプロジェクトというかをもう自身で始めてらっしゃるということで、これまた全然違う雰囲気の楽曲を発表されてますけども。そうですね。7年ぐらい前にバンド形式で
出したんですけど、自分名義でリーダーで、またそれとは違って今回新しく自分のソロプロジェクトみたいのを立ち上げて、まあ、でそのコロナ期間中に何ですかね、僕らミュージシャンはライブができない環境でどうやったらなんかこうなんですか、世間とこうつながっていられるのかなってすごい考え始めて、その時にやっぱり何人でつながれるかなと思った時にこの自分の作品を作ってそれを聞いてもらって、で少しでも社会に触れたりとか世間につながっていたいなっていう気持ちも含めて、始めました。そのプロジェクトの名前はうなぎです。うなぎとはこれなんでうなぎなんですか？聞きます大丈夫です。これ聞きたくなるプロジェクトの名前になってますね。まあ基本的に今はインストで、まあ、声とかも楽器代わりとして声も使うんですけど、まあ日本ならず海外にもう聞いてもらいたいなっていう気持ちがあって、日本特有の何かがないかなっていう。でうなぎって結構日本の文化じゃないかなっていうのと、あと自分の名前須永なんですけどちょっと変えるとうなぎになるんですよアナグラム的なね。なんかちょっとこう面白いし、ユーモア効いてるし、なんかいいなと。そこから世界に広がっていくやもそうです。これはでも実際にじゃあコロナ禍でって話になりましたけれども、ソロプロジェクトとして自分のペースで発表できればある意味パーマネントというか、そうですね、ライフワークというか、になりそうですね。そうですね。でもお忙しいから多分結構スケジュールが詰まってくると。でもなんかいつも構想はいつも練るようにしてイメージとかも膨らますようにはしてますね。こんなんやりたいなとか。それこそサポートだったりレコーディングだったりっていうことで、でもサポートの場合はツアーがあったら、それに向けてずっとこう練習して合わせてって感じだし、実際に、全国回ってってことになるかもしれないですけど、自分のソロっていう脳みそはまた違うんですね。そうですね。やっぱ制作とかになるとやっぱちょっと意識が変わりますね。演奏もそうなんですけど、作るっていうことに脳を切り替えるっていうのは結構時間かかって、俺、なんか3、4日必要ですね。意外に大変じゃないですか。そうなんですよでそこでなんかちょっと違うことやっちゃうとまたそこに戻るのにちょっとかかるですよね。これはじゃあゆっくり待ちますかこのプロジェクトの次の作品は。なるほどな、ありがとうございます。でもなんか隙間を縫ってね、うまい具合にいい音がまた新しく届けられたらいいな。やりたいことではあるので、そこもライフワークとして気長に我々も待ちたいと思っております。そしてその話もありましたんで、今興味があること、これからやってみたいことありますかと。なんとベースとは真逆の楽器っていうふうに答えてくださってます。そうですね。どういうことですか？なんか例えばコントラバスだったら、チェロとかも興味あるんですけど、割となんか見た感じ一緒だし弦楽器として一緒じゃないですか。そうじゃなくて、でも真逆のなんていうんですかね、フルートとかそういうのをやりたいなと思うんですよね。それはやってみたい、最終的に作品に落とし込むぞみたいなことなんですか？それとも単純に触れてみてこういうことかみたいな。両方ですね。プラスなんか例えばバンジョーじゃなくてフルートだったら、ベース弾かない曲でフルート弾けんのみたいなみたいな。いやマルチにいろんな演奏される方いらっしゃいますけど、須永さんがおもむろにフルート持ったらことがことだぞと思いますけどね。そんな人いるんだみたいなそういうのなんか良くないですか？もうだから須永需要の殺到ぶりがまた別レベルになる。でもそんなところめったにないと思うんですけどないんですけど、なんかそういう意味でこんな楽器もやけるんだみたいな。貪欲っすね知りたいっていう気持ちもあるんですけどね。そういう触れてこなかった楽器っていうのはやっぱり探求心のね、興味と探求心の行き着く先はもうね、技術アップしかないですから、そうなってくると今度また需要がすごいことになるよいろんな、でも次この人何持ってこの曲に参加するんだろうみたいなライブ見てるともう須永さんいろんなもの持ち出してくるありかもしれない。
その時間があるかどうか分かんないですね。そうそうまあでもやりたいなっていう気持ちはすごいありますね。はい、超楽しみです、はい、作品になりステージになりっていう可能性がありますので、楽しみに待っていたいと思います。ありがとうございます。さあ改めてこうやっていろいろお話を伺っておりますけれども、もといこれ最後にですね、ベースの日ですから、はい、もしかしたら須永さんを普段見てベースに興味がある方、そしてもちろんベースを始めたいと思っている方もいらっしゃるかもしれません。メッセージをいただければと思います。こちらのカメラでベースの日に寄せて、はい、メッセージを僕みたいにね、今日ベース買ったって人がいます。あ、そうですよね。そうですそうです。スティングレーの今日これこれを作ってる人も自分の趣味でベースを弾いてる音なんで。そうなんですね。橋本瑠衣君、自分のプロジェクトでベース弾いてますんで、そこに合わせてるっていうところも含めてまあ僕みたいな初心者もいると思います。はい、ベースの日にごめんなさい、ベースの日に向けて、はい、もしくはもうベースファンがいるかもしれない。そうですね。ベースでまあ音楽普段あんまなんですかね、聞いてベースってどこやってんのかなとかって分かんないっていう方結構いらっしゃるんですけど、ベースない状態で聞くと、あ、これベースなんだって思う瞬間が結構あったり、ベースってすごい大事だなって思える楽器なんですね。でそれで実際やっぱやってみたことない方は弾いてみると1本しか弦がないんで1本押さえて弾くと音が出るので、それだけでも十分楽しいし、それを合わせて、ね、好きな曲でちょっとでも弾けたりすると面白いなって思えるんですよ。すごく自分はそうだったんで、そこからその興味が広がってまあ変な話今に至ってるところもあるので、少しでも興味があって、やってみたいなと思う方は皆さんぜひ手に取ってみてください。はい、はい、ありがとうございます。ザ・ベースデイトークライブ2022、ここまでは須永和弘さんお越しいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。さあということで、のっけからいろんなお話伺いました。こうやってベーシストがここに来てくださって、もしくはいろいろメッセージをくれてということで、華やかにベースで皆さんの一日を彩っていきたいと思います。さあ続いてはですね、ブレイメンのボーカルベース高木翔太さんとのトークをお届けします。今日はですねリモートでお話を伺っています。どうぞ。高木翔太さん、よろしくお願いします。お願いします。ハッピーベースデイ。ハッピーベースデイ。まずは高木さん、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけども、ブレイメンのベースボーカル、そして今年になって印象的な活動があったかなと思うところは、それこそポルノグラフィティの岡野さんとキングヌー井口さんのコラボ曲メロディー、これをプロデュースバイブレイメンということで楽曲提供プロデュースされているということで知ったという方もいらっしゃるかもしれません。ブレーメンだけじゃなくて、エイミー、メルロ、テンダー、テンパレイ、いろんなアーティストのサポートをされたりするところでステージでご覧になっているという方もいらっしゃると思います。いろんな話を伺えると思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。改めて高井さんにとってこのベースの日というのはいかがですか？ベースの日っすよね。うん。なんか僕ブレーメンだと4弦ベース使ってるんですけど、はい。それこそ今言ってたみたいな、そのテンパレテンダーとかだと、ライブの時5弦ベースなんですよ。そのベースの日って確か、11月11で1が4本だから、その5弦なんで、ちょっと今日は出るか迷いましたけども、はい、でもブレーメン4弦だからいいかなと。はい。しっかりと。はい。でもベースの日出れる、なんかベースの日に関連してるこのイベントというか、ベースの日に出れるのはなんか嬉しいですよね。なんか、ベースやってきた中で、やっと出れたかみたいな感じ。もうすでにこの日がそういう認識になってるのは、こっちも嬉しいですね。いや、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、高木さんのベースライフ。はい。もしかしたらベースにとどまらないところまで話いくかもしれないんですけど、アンケートに答えていただいてるんで。事前のアンケートですね。はい。これちょっと突っ込んでいこうかなと思ってますよ。お願いします。はい。まず、これ気になってる方は気になってるし、そう言われるとそうだなっていうのが、ストラップの長さです。はい。ベースの。こだわりあります？ベースのストラップの長さは、こだわりなくて、なんだろう。
気分によって変えるですね。なんで、でもまあ割と高めなんですけど、多分、比較的。なんですけど、なんかその、ちょっと低めで行きたいなみたいな日もあるんですよね。むしろ長さが違う人にはそれちょっと聞いてみたいんですよ。その長いと気分的にどうなる時の気分なんですか？長いと、まあちょっとポジションは低くなりますよね。なんか、なんだろうな。まあ、気持ちがオラついてる時ですかね。なんか、強いて言えば。はいはいはい。すごい、だからプレーが180度変わったりはしないですけど、まあ、低い時はなんか、ぶっ飛ばすみたいな。いや、そんな時ないか。そんな時ないですね。そんな時はないけど、でも高い方が引きやすいんで、だから本当は、なんだろう、そういう、例えばだけどテクニカルなこととかは高い方ができるんで、本当は高い、短めストラップ短めの時の方が、もしかしたらある意味ではぶっ飛ばせてるのかもしれないんですけど、気持ち的なね。まあ、例えばフリーとかめっちゃ低いじゃないですか。それかな。だから一番最初高校生の時始めた時は、もうそれこそフリーぐらい低くして、こう、なんですかね、ベースのここの、あそこに手をこう乗っけないで、伸ばしきる状態のケンケンさんみたいな感じのスタイルでやってたんですけど、そっからまあいろいろやってたらだんだん上に上がってきてベース。上がっていくと。なるほど。初心に帰りたい時ですかね。なるほどね。で、そこにはやっぱ先人のイメージってものがあると。そうですね。面白い。なるほどね。じゃあもうちょっと突っ込んでいきますよ。アンプのつまみの、メモリ、これ比較的皆さんにこれ何時に設定してますかって聞いてますけども、比較的フラットなんですね。基本12時だよと。僕がですよね。そうですね。逆にみんなの話が気になるぐらいなんですけど、僕本当にそんなに大きくは変わってないですね、みんなね。本当ですか？機材がすごい、機材に関して疎くて、なんだろう、もうベース10年ぐらいやってるんですけど、なかなか名称とか覚えられなくて、音のこだわりはあるけど、まあ結局アンプによっても変わるじゃないですか。で、まあ俺のスタンスって多分、例えばテンダーとテンパレーで、自分のそのアンプがあるわけじゃなくて、二つの現場でその楽器さんにアンプを借りてるんですよ、それぞれ。だから二つの現場でそのアンプが違うんですよね。で、ブレーメンも違うし。で、まあなんか普通にそれが合ってる、なんかそのバンドサウンドに合ってるから使ってるんですけど、なんかそのアンプによっても全然設定が違うというか、まあ基本的にそのフラットなところから会場によって変えたりはしてるというか、多分そのアンプでめちゃくちゃ色付けする人と、もうそもそもそのベースの、まあエフェクターで色付けする人と、ベースで色付けする人と、でもっと一番原始的に手で色付けする人っていうのがあると思ってて、まあもちろんそれは0-100じゃないんですけど、全部その相互作用があるんですけど、でも俺は多分すごい手なんですよね。もうだから本当に究極は生音で、その指の引く強さとかのその振れ幅が一番大きいから、だからその手以降のまあボードだったり、まあそれ以降の色付けは、まあ個人的にはなるべくあんまない方がやりやすくて。なるほど。これ多分そのフラットなんじゃないですかね。なんか俺の予想、それこそヌーの和樹くんとか、まあベーシストで会話も近かったんで話すけど、和樹くんもそういうタイプだったと思う。なんか、ですね。なるほどね。ベースに注目したいという人は、もちろんベースの出音もそうなんですけども、手元、足元、そして背中側と、いろんな要素で、実はその音が出来上がってるし、もしかしたら自分のバンドとサポートっていうことでは、またそこも変化が生まれるしっていうことで、いろいろ楽しめそうですね。高木さんのステージはいろんなところで、それぞれの雰囲気が楽しめそうですね。そうですね。だから、なんか一回フェスで、テンパレー、テンダー、ブレーメンみたいな時があって。大忙しい。たまたまその前に、なんか、なんだろう、外に出る機会があんまなくて、ずっと髭剃ってなかったんですよ。で、俺髭全然生えないんですけど、その時なんか初めてちょっとなんだろう、髭生えてるって遠目から見てもわかるぐらい生えてて、でこの顎髭と、この、なんていうんですか、ここの髭が生えてて、で、テンパレーが確か一番止めで、テンパレーの時はもうフル髭で行って、
はいはい。で、その次のテンダーの時は、下だけ剃って、下、顎の髭だけ剃って。で、ブレーメンの時全部髭を剃るっていう。だからその、バンドによってその、髭も変わりますね。まあ、日によりますけど。そういうまあ楽しみ方もしていただける。すごい。高木翔太の楽しみ方がもう、ものすごいバリエーションになりました、これでね。楽器と、まあ、あと衣装も結構変えるようにしてるんで。そっかそっか。そういう時とかも普通に旅行4日行くぐらいの衣装ケース持って。すごい。全部変えてるんで。髪型だってね、ちょっと編み込んでみたりとかもありますもんね。髪型も変えますね。なんか、何かあれがあるわけじゃないんですけど。はい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 。楽しいんで、そっちの方が。実はだからベースはバリエーションも楽しめんだよっていうところもこれみんな知っていただけた感じしますよ。そうですね。今ベースの話できたのかわかんないですけど、そこから派生してしちゃった気が。はい。こういうのでいいんですよ。いいんですか？こういうのでいいんですよ。はい。はい。なんでかっていうと、次のアンケート、例えば得意料理は何ですかって聞いてるんですね。はいはい。なんでって思いましたけど。そうそうそう。でもちゃんと答えてくれるのが偉いなと思って、パスタ得意。はい。これだから、楽器やそういうのとこだわるところとか、こだわらないところとかって共通点あんのかなみたいに思ったりするんですよ。なるほど、そういうことですね。そう。ああ、でも、まあ、すごい頻繁に料理を作るわけではないですけど、うん。でも料理作ってるとき、これ音楽まあ音楽と似てるなって思いますよ、よく。ほら、そういうとこなんですよ。なんかなんだろう。だから本当多分、作る人によって全然、まあもちろんですけど変わるし、その作り方も、俺はすごい大雑把なんで、大雑把で、どんなんだろうな。なんか、結構思いつきで、すぐ、味を変えたりするんですよ。だからあんまり決まった作り方がないというか、日によって気分でニンニクの量をまあ変えたりぐらい、まあみんなするかもしれないですけど、なんか最初、トマトパスタ作ろうと思ってたけど、結局なんかどんどん変わっていくみたいな。変わってったみたいな。うん。麺の硬さはベースの弦と近い感覚があるかどうか、ものすごい深読みしていいですか？あ、そういうことか。いいですよ。ベースの弦と、パスタの麺の、はい。関係性に。関係があんのかと。そうですね。それ多分、まあ、本出して。ゲージとね、硬さ。1ページで終わる本。まあ、弦も、そんなにこだわりがなくて。おっと共通点あるかもよ。弦、何使ってたかな？本当にこだわりないです。ヘビーゲージみたいなのは、使わないけど、なんとなくですけど、それも使ったことないんですけど、まあでもレギュラーとか、ちょっと細いやつとかを、その時々によって変えてますね。あと、まあ自分のブレーメンの、ヴィンテージのプレベは、最近はフラットワンド貼ったりとかしてて、パスタは最近貝殻のパスタがあって。これはまた、ロングパスタじゃねえ話になってきたぞ。そうなんですよね。貝殻のパスタが本当に美味しくて。別に全部小麦使ってるはずなのに、なんて原材料そんな変わんないのになんでなんかこんな美味しく感じるんだろうと思って。ってぐらいなんかすごい美味しく感じるんですよ。美味しいんですよ、てか。で、なんでまあ、そうですね。関係ないっすね。多分。急激に話が戻ってきた。関係がないということでございますね。ないんじゃないですか。でもまあ、いろんなパスタ。硬さにこだわる、新しい弦、古い弦、伸びきったやつ、そういうのももしかしたら関係するのかなっていうのも深読みです。あんま関係ない。いや、ありますね。こだわらない。アルデンテですね。硬めが好きっす。おっと、弦はベースの弦も、やっぱ、新しい方が、なんかまあ、灰の成分とかもそうですけど、やっぱ張りあるなって思って、音に。で、まあ、張りない音が欲しい時もあるんですけど。まあもちろん作品とかね、演奏によっては。そう、でもなんか俺のベースすべてにおいて、俺の場合はなんか例えばアンプのセッティングとかベースのセッティングもフルフルで出る状態にして、それを指で押さえてコンプレッションするみたいな弾き方なんですよ。だから指で全部、100あるやつを、まあ例えばいなたい音出したかったら50ぐらいに指でコントロールしてやるみたいな感じなんで、基本はなんか出るに越したことがないみたいな。なんで、まあ関係ないですね。関係ない。関係はないですけど、まあ新しい弦の方がいいですね。でも演奏へのこだわりみたいな部分が今ちょっと聞けたんで、いいっすね。なるほどな。そしてですね、
あのー今まさにこう前半話してもらった、それこそブレーメンというしっかりとした母体のバンドがありながらも、はい本当にフェスだったらもうどのステージも出てくんじゃないのっていうぐらい、こうサポートをしているっていうところでは、それこそじゃあ、それこそ話もう一回出てきました。キングヌーの新井くんも、はいもちろんキングヌーのこう演奏もありつつ、結構サポートしてるイメージもやっぱあって、うん比較的今の20代のバンドマンでも自分のバンドをしっかりやりながら、やっぱりいろんな人とこう繋がっていってサポートしていくみたいなのが、これ、まあトレンドって言うとなんかあれですけど、そういう人が多い気がします。まあなんか、そうですね。多い気もするし、なんか僕もそれこそテンダーテンパレももう友達なんで、まあ、エイムもローも。なんで、まあ言ってしまえばサポートっていう意識もそんなになくて、テンダーとかももう本当結構バンドに近いというか長いんで、なんで、っていうのもありつつ、まあなんとなく昔の時代よりは横のつながりがすごい、なんて言うんだろうな。増えたのかな。なんかそれこそ海外とかでもうまあサンダーキャットの界隈とか、もうめちゃくちゃ入り組みまくってるじゃないですか。誰がどこで弾いてるみたいな、サンダーキャットとかマックミラーで弾いてるのもあるし、いろいろある。まあそういうのを見てかっこいいってなんとなく無意識にみんな思ってるみたいなのもあるのかもしれないです。なんか、昔の時代とかは多分、むしろそうつるむんじゃなくてそのバンドだけでこうガッてやってるかっこよさみたいなのも多分あるんで、まあでもなんかそういう時代性もあんのかなとは思いますね。はい。でもまあ、好きなのしかやんないです、本当に。それが幅広くステージを彩ったり音を彩ってるのがすごいなって改めて思いますね。そして、それこそ、プロフィール紹介でちょっとさせてもらいましたけども、今年5月に、ポルノグラフィティ岡野さんとキングヌー井口くんの、作品、メロディーですけれども、今度はバンドが、こう、プロデュースする側に回るみたいなこともあるんだなと思ったのが結構、いい刺激でした。本当ですか？うん。まあ、これも、そうですね。なんか本当に、あの二人だったから、なんか、成し得たというか、もうすぐ本当に好き勝手やっていいよ、みたいな感じだったから、まあじゃあ、ちょっとバンドもブレーメンで、編曲もブレーメンでやろうかな、みたいな感じでやらせていただいたんで、本当になかなかない体験だったなって思いますね。バンドで自分たちの曲っていうのはもちろんそうだけれども、それが他の人のこう手に渡るというか、他の人のキャリアを彩っていくっていうのは、これまたサポートともまたちょっと違うじゃないですか。そうですね。いや、でもだからすごい刺激的でしたよ。なんかもともとあるグループじゃないし、なんていうの、二人が一緒にやる、もう企画なんで、なんだろう。それこそMV 撮った、ペリメトロンのオスリンとも話したんですけど、もともと流れがあるものに対して新たにこうジョインして、作る場合って、まあ、昔からのなんか積み上げられてるものがあるから、まあ、イメージしやすいんですけど、まあ、新たに始めるもので、しかも一応頼まれてるものって、まあ、なかなかないんで、本当に新しくバンドを作るぐらいな、なんて言うんだろうな、感じなんで、なんかそれとか本当に面白かったですね。正解がまだこう、みんなで作って初めて正解になるみたいな。そうこれはだから、まあ、例えばブレーメンだったら、これはブレーメンっぽくないよね、みたいなその指標がもうすでにあるけど、ブレーメンが。これは岡野悟、混ざっちゃった。一緒です。岡野口悟じゃないよねっていうのがないんで、なんか、まあやってしまえば全部正解みたいなところもあるんで。面白い。でもまあそういうなんか逆に言えば何でもやっていいよっていうのが難しさでもあったけど、でもなんかそれがあったからすごい楽しかったなっていうのも思いますね。でこの経験はまたバンドとしてもベーシストとしてももしかしたら、またこう新しいものを一から作ることができるっていうのはすごいフィードバックもあるんじゃないですか？なんかやってみたいことありますか？ベーシストとしてですか？将来。でもなんだろうな。ベーシストとしてですか？何でも大丈夫です。ブレーメンっていうこと自体が、そもそもブレーメンの正解じゃないところにまで派生できるっていうことを得たじゃないですか。全然違う、なんかジャンルだとか、フィールドとかで音を鳴らすってこともあり、みたいな感覚にちょっと、なってきますけどね。
まあでもそうですね。もともとだから、俺ら今3枚アルバム出してるんですけど、3枚アルバム行くにつれ、だんだんもうほんとジャンルがなくなってきてるんで、まあほんとブレーメンとしては何でもできるなっていうのはもうより思いましたし、まあ自分個人としてやりたいことは、本当このベースの日に言うのもなんなんですけど、まあおじいちゃんになったら3ピースギターロックバンドやりたいなみたいな。の3ピースギターロックバンドのギターボーカルやりたいなみたいな。なんてこと言うんだ、ベースの日に。嘘です、嘘です。それまたなんでいや、もうずっと好きなんですよ、そういうバンドが。もう例えば最近出た WOD とかもそうだし。はい。なんだろう、一番ミニマムな、まあその、ロックバンドのミニマムな形で。それでベースじゃないんだ。なんか、ギターで歌いたいですよね。っていうのは、ちょっと一つ思ってるんですけど。それってなんか原体験にギターをかじってたとかそういうことはあるの？いや、ないですね。ベース、最初からベースで。そうです。まあ、父親がフラメンコギタリストなんで、まあ、ギターの方がそういう意味では、もしかしたら馴染みは近いかもしれないですけど、でも、というわけでもなく、なんかやっぱ書き鳴らしてベースってまあ書き鳴らすのとちょっと違うじゃないですか。熱量の持っていき方が。ギターのその書き鳴らす感じって、なんかほんとギターならではだなって一番思うんで、なんか熱量のそのベクトルが、なんだろうな。ベースに出せない熱量なんで。だからなんかそれは思いましたけども。でもベーシストとしてやりたいことみたいなのも、多分ありますね。それ、例えばどんなイメージのことですか？なんか、なんだろう。ベーシストとしては、まあ、やっぱもともといろんな自分がいいと思う人とやりたいみたいなのがあったんですよ。歌う人であったりとか、まあ、それこそチャラさんとかもそうですけど、それは変わらず結構更新してるんで、この人とやりたいなっていう人を増やしてってはいるんで、ただまあ手を思いつつやってたら結局ブレーメンをこうやってて、ブレーメン楽しいってなってブレーメンをすごい軸にやってったんで、まあ今はすごいブレーメンをこうガッてやってるんですけど、これもそのブレーメンでもいいのかもしれないけど、なんかコラボみたいなのもまた別の形でやりたいなみたいなのも思いますし、なんかその自分がやっぱ前に立ってやってる時と自分がそのベーシストとしてというかまあ後ろにこうシンガーの後ろにいる状態ってやっぱりマインドがなんかちょっと違うとこあって。やっぱそうだね。まあ、基本的に別に音楽して、もうベースに限らず俺は音楽してるときはもう全部俺でしかないと思ってやってるんで、なんか何やってても同じなんですけど気持ち的に。でもやっぱなんか事実として、なんかすごい引っ張られるシンガーとかいるんで、この自分がベース弾いてて、めちゃくちゃ、なんかめちゃくちゃ難しいことやるわけじゃないけど、すごい疲れるライブとかあるんですよ。いい意味で。なんか魂。すごい。だからやっぱそういう経験いいっすね。そうですね。それはやっぱり、自分がベースボーカルやってる時っていうのは、まあ、全然違う多分、違うんで、そこに関しては。だからまあ、そういう体験をこうやってしてると、なんだろう、それをまた、なんだろうな、新たな人とやってみたいとかもありますね。なるほど。そしてですね、ベースの日、高木翔太さん出てもらってますけど、実はそこにベースがあるのを私知っておりましてですね。そうなんですか？なんか演奏してくれるっていう風に聞いてるんですよね、俺ね。おっと、出てきた。はい。ちょっと一節歌ってもらうことは可能ですかね。まあ演奏でももちろんいいんですけど。いや、大丈夫ですよ。でも、やった。いいですね。聞こえてます。これ今、僕、福岡にいて、ちょっと、このマイクも今、マイクスタンドないんで、なんかセロテープみたいなのつけてるんですけど。すいません、そんな中で。すごい、だからすごい、ちょっと角度変えようかな。こう、ちょっとした方が見えるんじゃないですか。いいですね。そうですね。まあじゃあちょっとなんか、ブレーメンの曲やってみますか。お願いします。ちょっと待ってよ。へい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 、はははは、へいへい。はい。
風にたゆたうカーテン隙間さす月光のよう君はベイビー思い出させてくれた純情と滲む恋早いな長い梅雨いっそ明けないで霧雨が緩やかに降る乾いた心湿らせておますライオンだない話せない心に嘘はない洗いざらい話したい見合わないなんてわかっているよ終わり。かっけー。大丈夫でした？めちゃめちゃかっこよかったです。思ってた以上にテンポが速くて、早いってなってましたね。すごい歌詞をすべて忘れてしまいましたけど。ありがとうございます。そんな中で、豪華でやってもらったわけです、これを。最後に今日ね、ベーシスト、そしてボーカルの話も含めてですけど、プロジェクトの話も含めてですけども、もとい、ベースの日に寄せて、改めて、これでベースを始めたい、高木さんを見てベースを始めるなんて人もいるかもしれないんで、改めてこのベースの日に寄せてメッセージいただければと思います。そうですね。でもベースは、なんだろう。健康に、究極的には回り回っていいです。重いんで、体を鍛えなきゃってなって、僕はまだ鍛えれてないんですけど、なので、ベースを始めたら、おそらく、寿命が伸びるでしょうという感じでしょうか。なので皆さん、よかったら健康のためにベースを始めたと思います。わかりました。音楽への意識と体への意識が高まるぞということで、高木さんとお話しさせていただきました。大丈夫ですよ。はい。The Bass Day Talk Live、2022ブレイメン高木翔太さんにいろいろお話伺いました。福岡とですね、六本木をつないでお話伺いました。高木さんありがとうございました。ありがとうございました。こんばんは、みなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かけください。失礼します。場所が華やかになりました。はい。ということでお越しいただきました The Bass Day Talk Live 2022ベーシスト皆さんお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハッピーベースデー。ハッピーベースデー。ありがとうございます。このキーワード皆さんにいただいております。ということで皆さんお話を伺っていきたいと思います。はい。これ今日初めましてなんですけど、見た人が来たという感覚でいます。あ、本当ですか？探したわけじゃなくて、やっぱり多分ね、おすすめとかで、音楽系のね SNS とかこう見てると、必ずみんな通ると思います。嬉しい。皆さんのベースを。ありがとうございます。この人誰？外国の人？日本の人？みたいな。へー。そのぐらいのところから始まって、本当ですか？めっちゃうま。何？誰？みたいな経験を皆さんされていると思います。そこから皆さんを追いかけて、今 TikTok フォロワー数何人ですか？今120万人。空回ってくるよ。ありがとうございます。空回ってくるよ。僕の方にも
120万人ですか。ありがたいです本当に。すごい活動になっております。ちなみに120万人っておっしゃいますけど、上げた動画って何本ぐらいか覚えてましょう？覚えてないです。ペース的にはどのぐらいのペースで？めっちゃムラあるんですけど、1週間に3とか上げる時もあれば1週間1とか。なんか1週間に1から3は3ぐらいです。変な話1年通してもうほぼずっとですかね。まあムラあったりするんですけど。どのぐらいになります今やって？今やって1年半ぐらいかな。1年半で120万人が来る来る。いやすごいことになっておりますということで、いろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。でもといそのね TikTok でそれだけとか、もうだから TikTok に限らずだと思うんです。それこそね YouTube でご覧になった方もいらっしゃると思うし、いろんな SNS を通じて彼女のプレーを見ていると思います。たまたま出会ってやっぱりこの人だったと思う方もおそらく120万以上の方がいらっしゃるわけで、皆さんに、この方ですというめっちゃ恥ずかしいんですけどありがとうございます。僕は少なくともそう思ってるんで、本当ですか？嬉しい。この方だみたいな感じね今なっております。でもそうやってこうねベースのこう弾いている動画を上げてますけど、このベースデイっていうことでは何かこう思い入れというか、ベーシストとしてこうやってこう呼ばれていくっていうのはなんか不思議な感覚はあるんですか？いや今回呼んでいただいたのが本当に嬉しくて、私ベースデイの2年目3年目のブリッツでのライブを行かせていただいて、一人で行ったんですけど、当時お客さんそうです。もうお客さんチケット買って一人でこうやって赤坂行って、スタッフの皆さんお客さんいらっしゃいますよいや本当そうで、ここまでいらっしゃる方がここまでなるんだなみたいな。本当に一リスナーで、1年目の時はまだ大阪で中学生だったんで行けなかったんですけどちょっと待ってください。ベースでもそこそこやってるなってことになります。これ我々キャリア重ねてます。中学生だったんですね。そう多分そうでしたね。でその翌年は、高校1年生から東京に大阪から上京してきたんで、行けるぞってなって、チケット握りしめて見に行きました。本当にもう本当にリスナーなんで、今回呼んでいただけてもうアーティストベーシストとしてこのベースデーにねお客さんで来ていた方がこうやって来ていただくという、本当に光栄です。すごい嬉しい。僕らも嬉しいですよ。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ってことはじゃあもうお客さんとして見ていたこのベースデーにじゃあ今度はねベーシスト側で出るっていうことなんですね、今はね。ありがたい。ってことはベースを始めたらもっと前ってことですか？私ねベースデー設立があれですよね、2013年になってで14年にちゃんと認められたみたいな、同じぐらいだと思うんですよね。歴が本当にちょうど大体だと思うんですけど、これはもうベースデーとしては本当ねアイコンになるべき存在ですよ。やったー。ベースのキャリアがベースデーとともにスタートしてお客さんからプロになってるっていうねこんなサクセスストーリーないでございます。嬉しいです。中学2年生から始めたんで、だいたい13、14ぐらいから始めたんで、これぐらいですね。その当時ベース始めるとなると、コピってた一番最初にベースとしてコピった曲って何ですか？はチャットモッチーさんの風吹けば恋を。うわそうか、いいですよね。かっこいいですよね。かなりエネルギッシュな印象のある曲ですよね。しかもなんか裏をすごい感じるフレーズだったんで、すごいそれでベースにのめり込んだのを覚えてますね。はあ、かっこいい、楽しいってなりました。はいはいはい。それもちょっと時代もあるかなみたいに思いますけど、そうかそうか。でもそこからご自身でねバンドもっていう経験もあるじゃないですか。ガールフレンドやってっていうところもありますけど、こう TikTok とか SNS にプレイ動画を上げるっていうのはどんなモチベーションからだったんですか？最初は本当にコロナが流行ってしまって、そこからなんかおうち時間こうお客さんとかいつも応援してくれる人とかにも楽しんでもらいたいし、自分も演奏したら楽しいし、SNS いいんじゃないかなと思って始めたのがきっかけでしたね。ここまでフォロワー数増えると思ってましたか？いや思ってなかった全然ありがたいです。でもこれを続けて発信していこうみたいなのはもともとあったんですか？なんか別に特に考えてなかったですけど、なんかそうですね、どんどんコロナもひどくなっていって、もう先が読めない状態にね。そういう SNS を今頑張ろうかなっていうのでずっとやらせていただいてます。だから本当に純粋にコロナでっていうところで、そうですね。それがなかったら多分ここまでなんか SNS 特化してなかったと思います。
どうなるかわからんもんですね。今となってはもうね TikTok 見ましたっていう、嬉しい、ね、お話とか SNS で見てます、動画で見てますっていう方が本当に増えたってことですもんね。増えました。人生どうなるかわからんね。わからないですね。っていうことなんですけどでもそれこそ120万人の中には日本人の方だけじゃなくて海外からもね、見てくださる方いると思いますけど、どんなリアクションなんですか？なんかメリーミーみたいな結婚して嬉しいですよね。外国の方はシンプルで本当に伝えやすいメッセージできますね。私も推しキャラとかにめっちゃ結婚してって言っちゃうんですぐすごいなんかそれと一緒かなって思うとすごい嬉しいですねそっか、ちょっとカジュアルな感覚もあるんですね。そう、もうめっちゃ言いますよ推しキャラにそれがこの今の SNS 時代の愛の表現の感じかな。いいと思う、いいと思うよ。ぜひ愛してるという意味でございます。はい、結婚してる。そうかそうか、面白い。あとカバーする曲でこれはっていうのってなんか自分の中であるんですか？選曲のみたいなのは自分がもともと好きで今弾きたいなとか思った時に引っ張り出してくる時とかもあるんですけど、ほとんどは最近 TikTok で選曲してることが多くて、さっきのラジオでも言わせていただいたんですけど、本当にセンスが溢れてて TikTok の中には若い世代のこう尖ったセンスがちゃんとそこに確立されてて、すごい海外の TikToker が使ってる音源を日本に逆輸入したりとか、普通に高校生とか中学生とかがこの音源かっこいいなとか自分で撮ったやつがたまたまみんないいって思って流行ったりとか、本当にセンスの塊なんで、そこからインスピレーションを受けたり自分でこうやって聞いて自分のベース合いそうだなとか、そういうので結構ピックアップすることが多いです。これだから聞くのも時代によっていろんな音楽の触れ方がありますけど、そうかも、プレイヤーもプレイする楽曲だったりとかインスピレーションがもう本当多岐にわたってあるんですね。ありますよね、本当。この感覚でございます変な話、世界中の人たちとだってセッションするのも夢じゃないみたいなことですよね、動画上だったらね。面白いな。私独学なんですけどベース、それも YouTube 見ながら勉強したんで、本当にもうそういうネットの時代なんだろうなと思います。すごい。でも動画によってはそれこそ YouTube だったら横ですよね、我々が見てるパソコンの形してるなっていう動画ですけど、TikTok はもう縦じゃないですか。それこそ YouTube ショートも縦なんで、これなんか工夫だってベースはこうじゃないですか。これなんか工夫はあるんですか？私基本 TikTok も横で撮ってて、それを普通に投稿してるだけなんですけど、そうなんだ。横でも全然 TikTok の人たち見てくれたりとか。あんま関係ないんだ。意外に。これ発見これ発見。みんなもうなんかそっちに寄せてそっちに寄せてみたいにイメージしたけど、大事なの実は案外そこじゃないっていう。わかんないですけど、なんか見てくださいます。そっちの方がじゃあYouTube ショートはなんか縦の方がいい気がするんで、ちょっとまだ試行錯誤中なんですけど。あるんだ。なんとなくですけど。それちょっとその話で別の話になっちゃうなこれ。でもすっげえ知りたい。マーケティングそうあれ回るんですよねみたいな。そうした方がいいみたいな。わかんない、本当感覚でやってるだけなんで、合ってるかもわかんないですけど。でベースも含めて音楽やりたいなと思った時に、なんか僕も古い界隈の多分感覚の人間なんで、音楽やるならこれやってこれやってこういうステップでなんかこう上達していくよねとか、こういうことやってなんか大きくなっていくよねみたいなイメージあるんですけど、多分全然違うことがこう世の中でもっともっとインターネットで起きてくるのかなっていう感覚をひしひしとこう伝わってきます。そうかもですね。でも可能性すごいあるな。面白い。今日はですね、ひらひらひらセルフエフェクトで。いやもうだからみんなに持ってきてもらってるんですよ。ここ来てくださってる方はね。もう愛おしそうに持つもんだからちょっとこの話聞かせてくださいよ。これはどんなベースなんですか？これはPJ なんですけど、私が中学生ぐらいの時に設計したモデルで。オリジナル？設計もした？設計細かい設計はしてないんですけど、でもこんな色とか形はオーダーしてお願いしたんですけど、この
こうペグの色とかこの一つ一つペイントとこだわりをか自分で書いてはい送ってみたいなとかほうでさせていただいたんで本当大事にしてるベースです。持ってるやつ全部大事ですけど。はいはい、素敵。まあもちろん音が鳴るわけですよね。あ、来た。SNS トータルでいうと百何十万人の皆さんこれがリアルで生配信中に弾いてくださってる生の皆さんのベースです。喋りを上に乗せるのが嫌です。BGM みたいにして弾こうかなと思ったらとんでもないです。止めてくださってありがとちう。なみに自分のベースに、ちなみに何本持ってらっしゃいます？まだ全然なんですけど5本ぐらいですかね。その5本にそれぞれ名前ついてたりします？いやもうそういうのはなんかセンスがないんで、私昔デュラララっていうアニメが好きで当時、でデュラハンって名前つけたんですよ。これ笑うんですよ。おうそのままなんやな。そう、それでちょっとこう恥ずかしいというかちょっと中二病こじらせてたんで当時。いやね、作品自体は本当に面白いし、素敵なんで作品はすごいいいんですけど、私のその感性なんかベースにそれをつけるって感性がちょっと痛いなって思っててすごい恥ずかしい。なるほどね。なるほどね。はい。それこそアニメが好きだと。アニメ好きです。もう本当にハマると。だって子供の頃の夢ももうアニメから来てる夢があったっていうね。はい、ハンターハンターの富樫先生と結婚したいなって思ってました。小学2年生の時の夢だなんで、ね、小学生、ね、小2なんで、小2の安直な夢なんで、あれなんですけど本当にもうそれこそアニメのキャラクターと結婚したいなっていう願望のそういう感じもありますよね。そうなんです。キルアと結婚したいなと思った派生でキルアと結婚できないからやっぱ富樫先生と結婚したいな、事実キルアと結婚からみたいな思ってた。それは世界から来るわけですよ、周り見てね。チェーンソーマン見てますか？チェーンソーマン見てますよ。私もアニメが始まってから漫画読んでる本当ド新規なんですけど、この前遠吠えさんのエンディング曲の映像見ましたか？はいはい、ちょっとちらっと見てます。そこでパワーちゃんっていう女の子、角生えたキャラクターめっちゃ可愛い子がいるんですけど、パワーちゃんがいろんなコスプレして映像出るんですよね。出てきますね。メイド服とかチャイナ服とかめっちゃ可愛い。その中でベース持ってるちょっと遠目だったんですけど、あれは4弦だぞと。まだ遠目だったんです。いや待って、我々ベーシストは今まで何回も心をへし折られてきた。相場はギターだな、ここギターだろ。でも遠目で見たらネックも長いしボディもでかいな、待てよりのカットが来るはずだって言ってこうやって見進めていったらこうちょっと予言っぽいのが出てきて、ちょっと待ってもうちょっと見よう。じゃあヘッドが出てきたんですよね、この裏側が。でちゃんとペグが4つだったんですよね。ありがとうございます。ギターみたいな、本当ありがとうございます。本当ありがとうめっちゃ感動して私、これはベーシストのね、全国の日本のベーシストがこうやってねベースの日を作ったり日々ねベースの魅力を伝えてるから、合法的にパワーちゃんにベースを持たせれたんだなと思って本当に嬉しかったですよね。本当にありがとう。誰ですかね、ベースパワーちゃんに持たせようとしたのめっちゃ嬉しかった。今日これが言いたかったんです。私世間を席巻しているアニメにベースが使われてるんですよと。すごいですよね、本当に。よかった。ベースの魅力がねちゃんと伝わってるね。よかったです。すいません、脱線しました。ベースの方は日頃ね、リズムとメロディーとの調和で、一歩ちょっと引いたポジションで、楽曲を丸くしっかりと収めているよというポジションを取っている方、こちらが心の叫びになります。ここだ、市民権ここだ。はい、こういうことでございますよ。嬉しいですね。さあそしてですね、こうやってアンケートを紐解かせていただいてますけど、まだまだお話伺っていきたいと思います。お願いします。こうベースを弾いていて、それこそこうやって SNS でリアクションが来るみたいなのもその醍醐味の一つかと思いますけど、ベース楽しいなと思う瞬間、これも答えていただいてます。そうですね、なんかこう最近は特になんか自分でこう練習してる時にこのフレーズいいかもみたいな突飛な発想みたいなのがちょっとなんか手が勝手に動く的な、なんかこう無意識化で勝手にこうやってくれるみたいな時があるんですけど、それが本当楽しい瞬間ですね。めっちゃ。それって意識的に始めていきなりふっと何にも考えてない瞬間みたいな時に、手が動いてるみたいなことなんですか？なんかあるじゃないですか、独り言とかも。そっか、意識的に独り言言おうなんてないですもんね。はい。
今の言葉何みたいなと一緒なんですよね。その境地に行くのどのぐらいかかるの？いやもうぼーっと弾いてるだけなんですけど多分、ただそういうのとかすごいベースと対話してる感じがあって楽しいなって思います。そこまでに行こう、頑張ろう。買われたんですよねベース。そうなんですよ。見ました見ました。すいません、なんかいろんな方にそう言っていただくつもりはなかったんですけどみんな言いますよね。しれっと、僕はもうスタートするよっていう設定でもう行こうと思います。ここから、最初何したらいいんですか？最初チューニングじゃあもうちょっと先に行こう、はい、まずはチューニングから、1弦から4弦までこうやってやるんだよを、耳とか少なくとも耳で慣れてみたいな、チューナーつけてから始めて、次はそれはね多分できる気がします。なんだろうな、何から始めたっけな。さっき須永さんにお話伺った時は、難易度じゃなくて、弾きたい曲をちょっと難しくてもいいから練習してみよう。素敵。これ合ってますよ。もう大正解だと思います。一生それで上手くなれると思います。それやってるだけで一生の座右の銘にできる。好きな音楽弾いてみよう。弾いてるだけで、私はほぼそれなんで、好きな曲ばっか弾いてきたんで。あとやっぱこれも SNS のイメージなんですけど、こう座って弾いてらっしゃるイメージがすごい強いです。はい。でそれこそチャットモンチーのって話になったら、あの曲は結構激しいよなとか、ステージ上でこうストラップつけてわーっと弾くこともやっぱあるんです。あります。ライブの時はちゃんと立って。その時は比較的おとなしく弾く方なんです。結構動くタイプですね私。それは結構新鮮。見てみたい。ぜひライブがあったら。この前もなんかイベントさせていただいたりとか、ちょくちょくやらせていただいてるんですけど、今後もできたらなと思って準備しております。ステージ上でまた見る皆さんのプレイは全然、はい。ちなみにその時のストラップは長いですか短いですか？私短いですね、比較的に。近年短いのが流行ってる気がします。違うかな。その辺もやっぱトレンドみたいな、もしかしたらあると思います。多分わかんないですけど、長いのは長いのでかっこいいですけど、本当昔私が始めた頃は本当長きゃ長いほどいいみたいな風潮ぐらい流行ってたんですけど、だんだん近年短くなってきてる。短めもあると。全然個人の自由ですけど。あとベース重いって話もあるんですよ。確かに私のは比較的軽いんですけど、それでもあれか、選べばあるよっていうのもね。はい、全然あります。いろんなベースあるんで手に取ってみたらいいと思います。でも選ぶとしたらここポイントみたいなのってあるんですか？これは見た目だと思います。結局音とかもいろいろあるけど、ずっと愛してたいので、自分がビビッときた見た目で、だったら多分音もいいって思っちゃうタイプなんですよね。めっちゃいろいろ理論語れるような大人じゃないんで、本当に一私の意見なんですけど、それで弾いてそれすらも覆せるような技術を身につけたくなるとか。なるほど。ちょっと音がって思っても、いやこれを私愛したいから買うぞみたいなとかもあったりもしますね。結構見た目から入ることが多いです。可愛いベース選んだ方がいい。ね、リスナーさんはねベースすごい上手い方、私より上手い方いっぱいいらっしゃるから、ちょっと今のは違うぞとかなるかもしれないですけど。でも相棒っすもんね。ずっとだってこうもう今もまさにこれずっとね肌身離さずこうプレーをしてるわけですから。それは納得。音もいいですけどね。音で選ぶ時ももちろん見た目結構惹かれちゃいます。ダイレクトとかギルドのものとか参考にしてみましょう。そしてあまり世間に知られていないベースの魅力はという質問もあります。はい。これね、ベースの触り心地。そうなんですよね。そんな違いあるんですか？これね、ベースの太い弦だったりとか。弦か。それは明らかにギターと違いますもんね。そうですね。唯一無二なんですよね。本当に私始めた頃からずっと好きで、この触り心地がずっと触ってたいみたいな。それでここまでなんかこう続けてきたって感じなんで、これの虜です。一生スクイーズみたいな。ちょっとベーススクイーズみたいな。他の楽器試してみたいなみたいなことは全然ない。ありますあります。ピアノもともと弾いてたんで、ピアノもそれもありつつ一応とかギターも私作曲するんで弾いたりとか全部大好きですけど、便宜上何かする時にはまた別のもやるけど、ベーシストとしてのアイデンティティはもう揺るぎないもの。やっぱ触り心地が一番好きかな。落ち着くって感じですね。一生触ってれるっていう。一生添い遂げたいですね。ベースちゃんと。今日もベース愛にあふれた話がもう。そしてベーシストって
〇〇しがちだなと思うことは何という。これね、あるあるですね、いわゆるね。あんまりベーシストの友達みたいなの多いわけじゃないんで、あ、そうなんですね。統計は取れないんですけど、私の中で。私は酔ったら楽器弾きたくなるんですね。ないですかね、そういうの。もともともうずっとベースに触れてる感じもしますけど、なおなんかもう発作みたいな、なんか指とかもめっちゃ寂しくなってきて、なんかずっとこうなっちゃって、もう本当に何でもいいです。ベースでもいいし。ちょっと待ってください。これもうベースをつまみにみたいな感じになってるじゃないですか。口寂しいからなんか食べてるみたいじゃなくて、手が寂しいから飲みながらもう弾いてる。わ、ベーシストだ。これは生粋の。ベースでもギターでも何でも楽しく弾けます。なんか元カノとか元彼とか今好きな人に酔ったら電話するじゃないですか、人間って。ね、人は電話しがちじゃないですか。よく聞くよ。で、我々は楽器にすがると弾いちゃうんですよね。そういう感じですね。電話なんかしないっす、そんな。愛に溢れてるわ、もうこれ。こっちへ全部みたいな感じです。すごいな。さあ、そしてですね、意外なところから、意外なポイントが見つかるかもしれない、いや見つからないかもしれない。得意料理はありますか？あんまりそんなね、ほんと簡単な料理しか作れないんですけど、私はなんか鍋にぶち込む系の、煮込む感じ。煮込む系とかだったら切って野菜入れて味付けちょっとしてみたいな、ポトフとか肉じゃがとかぐらいですかね。一人暮らしなんですけど。これ僕こじつけてるんで、全然否定してもらって構わないんですけど、音楽と共通するところを感じたりしますか？あ、そうですよね。アンケートにも書かせていただいたんですけど、私も似てますよね。なんか調合の仕方がみたいな。だから弾き方にも作り方にもなんかキャラクターが同じように出るみたいなことなんですか？それともそれをこう音作りとかの探求、なんかそっちの気がする。曲作りに似てるですね。ベースというよりも。なんかドラム、ギター、ベース、ギターみたいな積み上げてバランス取っていく感じが。だからローの低い音の成分とか、ちょっと塩分みたいな。これはおもろ。わかんないですけどね。そういう風に捉えるんだ、音楽やってる人って。気がしますね。なんか似てるなって。今までも一回も考えたことがなかった。本当ですか？楽しいなって。すごい没頭できるんで、料理も。例えば煮込み料理、肉じゃがでもいいんですけど、例えると構成要素ってそれぞれあると思うんですよね。カレーのじゃあスパイス、じゃがいもありますね。肉それぞれ役割なんかあります？あ、例えるなら、じゃがいもドラムっぽくないですか？でも確かにその感じ超ある。美味しいですよね。じゃがいも大好き。肉はな、ボーカルかな。確かにメイン張るよ。そこがやっぱ。それによって何カレーってなるからね。やっぱ玉ねぎがベースじゃないですか。来た。私玉ねぎめっちゃ好きなんですよ。なんかね、美味しいんですよね。うまく例えるわ。だって玉ねぎ出てこないように思えるけど、それなかったらダメなのよ。だしスープなんだろう。スタッフさんの。うまい。そういうとこ。売り込んでくれる人とか、曲作るの手伝ってくれる、スタジオ撮ってくれる人みたいな。その周りのね、メンバーこうじゃあ3人でも4人でもいたとしても、一番大事じゃないですか。それは具材だと。スープって。こんなうまく例えられるんですか？わかんない。うまいですかね。料理もそんなあれなんで心配なの。大丈夫かな？今日はもう目から鱗でございますわ。ね、この後煮込むぞって方多いと思います。ちなみにもうそれこそもうベースから離れられてないわけですよ。いつ何時もご飯を食べても、お酒飲んでてもって話ですけど、これからなんか試してみたいこと、やってみたいこととかってありますか？やってみたいというか、こう曲作りみたいなのが最近特に楽しくて、バンドしてる時も曲書いたりしてたんですけど、それが再熱してて、だからなんかできるようになりたいなみたいな感じで未来に向けて。それってもうそれこそベースだけのアレンジじゃないってことですよね。そうですね。いろいろギターも弾いたり歌ったりとかいろいろ練習してます。トータルのプロデュースになっていく。そうですかね。料理いいですね。料理みたいな。なるほど。全然違うことに向かっていくみたいなことはありますか？もう基本は今わーっと今やってる音楽がどんどん今開いてる感じですか？音楽はでもずっとやってたいですね。できるように日々練習したいと思います。面白い。でも作曲でギターを弾くなんて言って、じゃあちょっとドラムもなんて言って。ドラムはできないですね。いや、すごいですよね、ドラマーの女子ってすごいなと思って。私なんか本当なんかその
筋肉ついちゃったりとかするのを気にするタイプなんでそれがなんかちゃんと綺麗につくじゃないですか。確かにしっかり叩かないといけないですもんね、ドラムはね。ちゃんとみんなプロポーション保ちながら筋肉つけたりとか、パワフルに叩いたりとか、あれが本当に不思議で、すごいですよね、ドラムの女の子って。いやでもほらベースもね、高木くんがこう一周回って健康に役立つんじゃないの。だってベースやっぱ持って弾くとそれなりの体力も必要だしみたいな、フィジカルが必要になるっていうのももしかしたらあるかもしれないですね。腕は結構太くなったりしますよね。まあでも指弾きしてたらね、ありますけどね。はい、いうことで、そうかそうか、面白いな。でもこれ最初にね話戻っちゃいますけど、 SNS で皆さんの演奏を見てベースを始めたって人もいますよね。あ、メッセージいただいたりします。すごい嬉しいです。めっちゃその影響で最終的に数年後ここにいらっしゃる方もいるかもしれないって考えると、それ素敵ね、本当ベース来てください楽しいなとかかっこいいなって思ってもらえるのが一番なんで。でもほら前半の方でこうベースというその役割で意外にそのこうアピールしてるのにみたいなところもあるじゃないですか。なんか意外にこう日の目を見ないみたいな感覚の人が多いんで、あ、皆さんもやっぱそう思ってる節あるんだと思って。そうですね、ありましたね。やっぱそれもあるあるなんですかね、ベースのこうなんかキャラクターというか。なんかギターって言われたりするんですね、やっぱりコメントで。全然いいんですけどね。まあそうかそうかそうか、楽器がね全然その違いが分からんぞみたいなこと。全然私も本当最初は分かんなかったんで。ざっくりと形一緒ですもんね。そうなんですよね。やっぱパワーちゃんの件もそうですけど、さっきのやっぱこう遠目だとね、こう弦の本数とか音とか聞かないとやっぱ分かんなかったりするんで、そういう時にね、もうちゃんとベースだって分かってもらえる人が多くなったらちょっと嬉しいですよね。ベースの一番好きな、これもマニアックな話かもしれないですけど、音、これをビーンって弾いてるのが一番好きな音のポジションとか、開放弦っていう人もいるかもしれない。このポジションのこれっていうのはあるんですか？そういうのはあるもんなんですか？ないもんなんですか？やっぱ開放弦のいいじゃないですか。一番もうベースといえばここみたいなすごいしみじみくる。そうそう、一番やっぱ太く一番ね、やっぱ癒し効果もあると思うんです。一番4弦の中だったら5弦ベースとかいろいろありますけど、一番低いしかっこいいんじゃないかな、クールなんじゃないかなって。これ配信でどのぐらいのローが伝わってるかわかんないんですけどやっぱこうお腹の部分にこうふわっとくる感じが、子宮にね子宮にね、女性は男性はないですけど、ぐーんとくるのがね、またこうちゃんとしたなんていうのかな、それこそライブとか、ね、ライブ会場で大きなスピーカーで聞くときに、もしかしたらね、よくスマホとかで聞いてらっしゃる方、 PC とかねデスクトップで聞かれてる方はもしかしたらそのプレゼンスというかそのね音の強みみたいな部分がもしかしたらなかなか伝わらずに、聞いてくださってる方もいるかもしれませんけども、まあ今ねイヤホンだとかヘッドホンなんかもすごく素晴らしいのもいっぱい出てるし、そういうもので聞いた時にベースの低い音がすげえかっこいいみたいなことがなんかあるといいですよね。素敵。今後の展開というか、お知らせ的なところも含めて、何かこう皆さんの活動ここで見ていただけるよ、こんなことをしていくよっていうのはありますか？そうですね、基本インフォメーション系とかはツイッター、インスタグラムがこう分かりやすいかなと思って、よかったらフォローよろしくお願いします。ぜひチェックしていただきたいと思っております。改めてベースの日に寄せてベースのメッセージをいただけますか？はい、もうライブをね見たり、本当にリスナーで見る側だったのがこうやって出演させていただいて届ける側にねさせていただいたことが本当に光栄で、ね、本当にまだまだな私をブッキングしていただいた J-WAVE の皆さん、スタッフの皆さん本当に感謝ですし、何よりいつも応援してくださってる皆さんと、今日初めてこうやって見てくださった皆さんも本当にありがとうございます。今日一日本当に楽しかったです。ハッピーベースデー。ありがとうございます。The Bass Day Talk Live 2022、ここまでは皆さんお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、皆さんのベースかっこよかったし、見ていた人がこの方かというね、ちょっとその感動を僕持っておりますよ。ということで本日11月11日はベースの日。1111、これ4弦だということで見立ててですね、我々これをベースの日と呼んでですね、毎年盛り上がっております。ここからは今日のベースの日に寄せて、いただいたさまざまなベーシストたちによるメッセージをお届けしていきたいと思います。ベースの日恒例のアンケートにも答えていただいております。まずはバンド
トリコのベーシストこの方からです。トリコのベーシストひろみひろひろですこれぐらいです多分。ボリュームが10時ぐらいと、トレブルミッド11時ぐらい12時ぐらいで、ベースが12時から1時ぐらいで、ボリュームが9時ぐらいです。つけてないのでつけてくださいスパイスカレーです。ちょっとうろ覚えなんですけど、多分ベタにケーキ屋さんとかお花屋さんとかやったと思います。モンパチの恋の歌をベースコピーするのやりやすくていいんじゃないと先輩に教えてもらって初めてコピーしました。一人で。ベースだけじゃないかもしれないですけど、一人で弾くのもいいんですけど、やっぱりバンドで合わせた時が楽しいなと思います。低音の中にも結構いろいろ種類があって、よく聞くとなんか鳴ってる音質が全然違ったりとか、こう意識しないと全部低音一緒みたいに思われがちかもしれないですけど、結構細かく違うので奥が深いと思います。ベーシストはなんか首でリズム取りがちな気がします最近知り合いの人が舞台に呼んでくれて、初めて2回目ぐらいか見に行ったんですけど、すごい面白くて感動もして、舞台に行く機会ってあんまないのでちょっとハマりそうです。ギターとかボーカルももちろんドラムもいいんですけど、ベースを弾いてハッピーベースで増やしていこう。ありがとうございます。トリコベーシストひろみひろひろさん、ありがとうございます。ひろみさん、またねライブ行きますからね、トリコのライブもぜひ皆さん注目していただきたいと思います。さあどんどんいっちゃいましょうか。続いて登場していただくのは北谷達也さんです。北谷さんお願いします。皆さんこんにちは。ヨルシカと北谷達也でベーシストをやっております北谷達也です。はい、ストラップの長さはですね、だいたい僕ピックで弾くことが多いので、こう手をブラーンとした時になんかちょうど2弦と3弦の間にピックが来るぐらいの感じでピック弾きをしてます。指の時はもうこんぐらいです。アンプのつまみはですね、だいたい全部12時です。要は真ん中ってことですね。で、なんかそれで不具合があったら足元で調節するか PA さんやエンジニアさんにお願いして、そっちでついてなんかこうトレブルついたりベース下げたりとかしてもらったりすることが多いと思います。自分のベースはあだ名は、つけてるのはつけてて、初めて買ったベースは美佐子という名前にしてました。多分安田美佐子が好きだったんだと思いますけど、あとなんか緑色のベースはオリビアとかね、オリーブ色だからっていう、そんなことをしてました。料理はですね、最近あんましてないんですけど、煮込むものが割と好きなんで、普通に和食のなんか豚と大根煮込んだりもしますし、でもビーフシチューとか俺めっちゃ世界で一番うまいと思います。子供の頃の夢ですか。ないな。野球やってたんで、大人が嬉しがるんで野球選手って言ってましたけど、全然嫌だなって思ってました。でもなんかいつかバンドはやってみたいなと思ってて、アジアンカンフージェネレーションみたいになりたいなって、そういう感じで考えてはいましたね。だから叶ってると言えます。最初にコピーしたのは、そうですね、さっきも言いましたけど、アジアンカーブジェネレーションの遥か彼方っていう曲ですね。ベースのリフから始まるのと、印象的なのに結構そのシンプルで簡単なので、これはね、おすすめできます。弦は、僕は結構サボって張り替えなかったりするんですが、曲によりますね。ギンギンギラギラの音が求められるときは、レコーディング直前で張り替えたりしますし、むしろあんまり目立たない
肺が出過ぎないとかね、そういうのがいい時はなんかちょうどレコーディングの2週間前に変えといてベタ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 って触ってへたらしとくみたいなこともしたりします。ベースが楽しい瞬間はですね、目立つ楽器ではないんですけど、だから人から褒められて嬉しいっていうのはあんまないかな。嘘だろって思っちゃうんでね。なんですけど、まあ上手なドラマーと合わせてる時はやっぱ一番嬉しいかもしれないです。なんか自分も上手くなった気になるんですよね。上手いドラマーとやってると。ベースの世間に知られていない魅力か。基本知られてないですからね。どうなんでしょうね。やっぱりこうよく言うのは、音楽からベースって聞こえてないようでいて、ベースをじゃあ抜いた音源をポッて流すと、なんかすごい変、めっちゃ寂しいじゃん、足りないじゃんってなるんですよ。それが一番わかりやすいのはベースで、まあドラムとかもそうかな。でもギターとかは抜いても意外と曲として勢いは残ってたりしたりするんですね。そういう意味ではだから実はこうなくてはならない縁の下の力持ちっていうかみんな言いますよね。そこだと思います。ベーシストあるあるか。まあスケベなやつが多いかなとは思います。興味がある、これからやってみて。興味があるのはまあベース関連って言ったら変な安っちいベース欲しいんですよね。どこの国で作られたかもわかんない、なんか 3,4 万くらいのベースでしょうもない音がするみたいな、結構ね洋楽とかでインディーズシーンで多いんですけど、しょぼいベースをちょっと下手っぴーな子が一生懸命弾いてる音が逆にいいみたいなのが、ね、最近の音楽だと割と多くて、それを自分で再現するために意味わからんベース買いたいなと思ってて、ちょっといいのあったらなんかリバーブのリンクとか送ってください。というわけで北見達也でした。ハッピーベースデイ。北谷さんありがとうございます。もちろん北谷名義、そしてヨルシカのサポートとしてもね、名高い北谷さんのいろんなお話伺いました。ありがとうございます。さあさらにどんどんいっちゃいましょう。続いてはですね、ラストですけども登場していただくのはキングヌーのベース新井くんです。新井和樹さんです。もう言わずとしてたキングヌーのベース、そのボトムを支えている新井さん、どんなお話が伺えるんでしょうか。新井さんお願いします。キングヌーのベーシスト新井和樹です。ちょうど今手元にあるんですけど、服の長さはですね、98センチになってて、なんで、ここまでかな、この穴までが98センチで作っております。これは見て分かる通り、ここで変更ができないような革1枚のものなんですけど、オーダーして作ってもらっています。ベーシストにね、折原良二さんという方がいらっしゃるんですけど、その人が使ってるのを見て、同じ革工房屋さんにオーダーして作ってもらったってやつですね。かなり良さげです。基本イコライザーは全部真ん中なんで、ベースもミドルもトレブルも12時にして、で僕のアンプはアギュラーのDB751 っていうのを使ってるんですけど、かなりハイパワーなのでベースゲインがね、ここら辺が絞り切ったところから1割か2割くらいです。なんで8時ぐらいですかね。でボリュームも同じく8時くらいにしてるので、両方とも1割2割ぐらいでの塩梅で調整してるかなっていう感じです。なんでそんなに音量は上げてないのかな。でもハイパワーなんで音量かなり出てますね。はい。あだ名はつけてないですね。つけてる方いらっしゃるんですかね。いるんだ。募集したいですけどね。得意料理は照り焼きでした。照り焼きでしたね。今思いついた。そうですね。ポークソテーみたいなやつの照り焼きの醤油みりん酒のやつですね。はい。子供の頃の夢は、小学校の時の夢は
NBA 選手になるっていうのが夢だったんですけど、当時田臥勇太選手がフェニックスサンズに行ってた時なんですよね。でそれに影響されて、僕バスケ当時好きだったんで、小学校の卒業文集には NBA の選手になるって言ってたんですけど、2年後ぐらいに挫折しまして、ではベースを始めてます。なんかすいません、はい、ではおかげさまでベース始めました。アジアンカンフージェネレーションの遥か彼方っていう曲で、僕が一番最初に自分で物心ついて買った CD がその遥か彼方が入ってるアジカンの EP で崩壊アンプリファーっていう EP だったんですけれども、それが小3ぐらいの時に買ったんですよね。でその遥か彼方のベースから始まる曲なんですよね。で、ずっとそれが頭にあって、中学でベース始めた時に、まずはそれからかなということでアジカンのスコアブックを買って、はい、コピーしたのを覚えてますね。しかもなんか曲も程よい難易度なんですよね、コピーするのに。べらぼうに難しいわけじゃないけど、ただただルートを弾いてればいいってわけでもないので、なんかちょうど良かったんだと思います、今思って。はい、僕は新しい弦の音が好きなので、割と本番ごとには、マストで変えますね。リハーサルも本当は欲を言えばリハーサルごとに変えたいんですけど、2回に1遍ぐらいっていうのが現状ですかね。かなり変えたい人は多分できたら毎日変えたいみたいなタイプと、本当に変えない人で分かれると思うんですけど、僕は割と変える方が好きみたいですね。そのバンドのアンサンブル自体をこうコントロールできる瞬間っていうのがありまして、ちょっと玄人向けなんですけど、その瞬間が最近はすごく好きですね。でそれでこうバンドのダイナミックスをコントロールして盛り上がった時に、その盛り上がりっていうのはお客さんに伝わるわけでっていう循環を生む最初に なれる時があるんですけど、それがすごく最近は好きですね、そういう瞬間。はい、これ結構迷ったんですけど、そのベースの役割、その楽器としての音楽的な役割と、その気質、ベーシストの気質自体が、結構似てる人が多いなみたいな、そういうのを個人的に思うんですけど、なんかやっぱりそのベースって絶対に前に、基本的には出れないというか、フロントマンそんなにいないですからと、やっぱりそのよくベースってね、リズムとハーモニーを、リズムとメロディーをつなげる役割ってよく言われるんですけど、そういうこう間を取り持つだったりとか、その何かのこの包むというか、そういうだから穏やかな人が多いなっていうイメージというか、そのさっきの言ったのとリンクするんですけど、穏やかな人多いんで、僕の体感ですけど、その人間関係の間を取り持ちがちなところと、ベーシスト仲いいんで、ベーシストベース会も結構やりがちなところと、あと人のベースのことすごい褒めるんですよ。褒めがち、めっちゃいいねって言いがちですね。俺も言いますし、なんだけど最終的に自分の楽器が俺の楽器がやっぱ一番いいなってみんな思ってるみたいな節があるなって、俺だけかもしれないですけど、そういうそれがちなところはあるかなと思いました。バンジージャンプやってみたいですね。ずっとやってみたいんですけど、スカイダイビングとバンジージャンプ。今日はね、11月11日ということで、こういう企画もね、J-WAVE でも1日通してベースを取り上げる番組やってますし、いろんな企画でベースの存在がね、やっぱりそもそもベースの音わかんないって人まだまだ多いと思うので、よりベースの存在が身近になればいいなと思います。はい、頑張ります。キングヌーの新井和樹でした。ありがとうございました。
キングヌー新井くんありがとうございます。また素晴らしいベース披露しているところ見たいなと思っております。そしてサポートでもねいろんなところでステージに上がっているので、他のアーティストを通してもこの新井くんのベース触れていきたいなと改めて思います。コメントありがとうございます。さあということでこんな感じでですね本当に豪華ないろんなベーシストたちがベースへの思いベースのこんなところが面白い、そういう魅力にあふれたいろんなお話ポイント伺っております。11月11日、ベースの日ということで、The Bass Day Talk Live 2022と題してさまざまなベーシストに登場していただいてベースの魅力伺っております。さあこの後すぐですけども生放送 J-WAVE の方で始まります J-WAVE スペシャル The Bass Day Radio、ゲストにマカロニ鉛筆のベーシスト高野健也くんお迎えします。 The Bass Day The Bass Day J-WAVE スペシャル The Bass Day Radio。 ドッキリじゃないですよね。なんかすっごい豪華なメンツで。今日11月11日ベースの日に送るスペシャルプログラム、改めましてナビゲーターの藤田匠です。そして J-WAVE の特設会場にはこの方です。はい、マカロニ鉛筆のベース高野健也です。よろしくお願いします。健也くんに来てもらったんで改めてハッピーベースデイ。ハッピーベースデイ緊張されております。私も若干緊張しております、それこそねマカロニ鉛筆も昔から僕見させてもらったりお話しさせていただいたりしてるんですけども、今日もベーシストとして来ていただいてるっていうね、なかなか普段のこうねマカロニ鉛筆のトークとはまた違いますよね。自分のパートに特化していくっていう、ちょっとスポット浴びるのが苦手でライブでもそうですやっぱそういう感じなのかな、ベースってやっぱりこれずっとねいろんな話伺ってきて思うんですけども、今日はベースの日ということで特にじゃあなんかベースに今日これがあるからねベース触れてますけど本当に改めてどうですこれベースの日っていうのがね、今はこれだけ結構周りでもねベーシストの仲間とかも友達とかもツイートしたりしてくれてますけど、いや嬉しいですね。やっぱり歌とかでギターでリズム楽器でもやっぱドラムの方が目立ちがちじゃないですか。ステージで音派手だったりとかドーンとね場所取ってますからキックのバスドラのズンで鼓動を支配されるような、でもそれでもベースにそのスポットが当たってくれて、でそれでバンドの中のベーシストってじゃあこのバンドは誰だろうこのバンドは誰だろうってちょっと興味を持ってくれるっていうのがそのベースの日できっかけで増えてくるんじゃないかなっていうので、やっぱりこういう日があるのは本当に光栄なことですし、もうどんどん広まれって思います。いやいいですね、今日ね出ていただいている方にこうちょっと弾いていただきたいなっていうことでもうのっけから言っちゃいますけど、高野さんのベースを持ってきていただいてるんです、ちなみに今日お持ちいただいているこのベースに関してはいつもステージで使ってるものだったりするんですか？いや最近は使ってなくて、というのも今年からもう5弦ベースばっかり弾いてて、それってマカロニのなんか演奏や楽曲そのものがっていうことで4弦から5弦にした、音域がちょっと必要な部分があって、で今日に合わせて4弦にして5弦だとちょっと1本多いんでそうみんなねそこも気にしていただいてるんですよ、5弦使う時もあるんですけど、あえてやっぱベースの日なんで4弦でみたいなこともあるんですけど、じゃあ4弦と5弦の違いは何と思ってる方もいるし、なんなら多い人6弦のベース弾いてるなんていう絵もね見たことがある人もいるかもしれないけど、じゃあ同じマカロニ鉛筆なのに4弦から5弦になるのはその楽曲の表現や音域が広がって、そうですね、レギュラーチューニングだと E が一番低い音なんですけども、たまにドロップ D とかにすることなんですけど、そうすると弦のテンションが、一気に弱くなって、音が伸びなくなるんですね、でそれでもう一本太い弦でやって、でさらにうちはキーボードがその音域を担ってたんですけども、そうする必要がなくなって、他の楽器との兼ね合いにも関わってくる。そうですね。へー。なので、まだ
慣れきってはいないんですけども、やっぱり、難しいですね語源って。僕手がちっちゃいんで、もう押さえるときに弦がネックの部分が押さえてる部分が向こうまで行かなきゃいけないんで、指がもう本当教わることはいっぱいあるので、また4と5では違うんだって、なるほど。で今日はですねベースがかっこいいぞという一曲をまたマカロニ鉛筆と違う曲で選んでもらってます。はい、もうすでにですね選んでいただいたんで、ちょっとその曲をもう紹介してもらって聴いてもらいましょうか。いいですか？ではじゃあその理由を含めて紹介して、なぜこれを選んだんですか？はい、曲はエスペランサ・スポルディングのさんの、ファンク・ザ・フィアっていう曲なんですけども、女性のベーシストですよね。ドラムのロールから始まって、ベースとギターのリフのユニゾンなんですけども、めちゃくちゃかっこよくて、なんだそのリズム感はっていうのもありますし、ギターの下でいるというよりもギターより前に出てる。で女性ベーシストで歌いながら弾く方なんですね。その歌声もすごい癒されて、ぜひ聴いてみてください。で改めて曲紹介をお願いします。エスペランサ・スポルディングでファンク・ザ・フィア。 J-WAVE では流れております。配信では、我々のトークが繰り広げられるということになっております。配信勢の皆さんはこういうことかと。でエスペランサ・スポルディングの改めて検索していただいたり YouTube なんかにもねいっぱいありますから、演奏を見てもらって、若い頃からすごい注目されてたよね。そうですね。もう大学バークリー大学、音大か、を入って20歳で卒業したと同時に20歳で教授になった。そうですよね。確か20歳だったかな。でついこの間まで学生だった人が教授になってんのよ。先生もちょっと嫌ですよね。なんならあれだっておそらくその大学入る人も年齢そこそこいろいろあると思うから、年下から習ってるって生徒もいたろうね。そうですよね。その当時もしかしたらね最年少ですよね。確かなんか話題になってね、ずいぶん前の話ではあるけど、また美しいのよね。全部がね、もうね。いや、あと結構見た目好みです。どうなったら彼女みたいになるんだろうね。いや天才って言われてましたからね。でも努力したと思いますよ。歌もだもんね。すごいな。エスペランサ・スポルディングファンク・ザ・フィア聞いてもらいました。確かにねと、おっしゃった通りだなというところで楽しんでいただけたと思います。容姿が気になる方はね、もう動画とかも見ていただいて。ライブすごいですよ。ライブすごいなこれ。本当にすごいです。楽しみにしていただきたいと思います。ちょっと倹約のベースの話伺いたい。でそもそも、一番最初にベース弾いたのはどのぐらい前ですか？14歳中2か。その前に楽器経験は独学でドラムを小学校4年生の時に、音楽の授業でドラムやりたい人って言って、それでなんか大きかったんで入ってそこからもう叩いたら音が鳴る、当たり前なんですけど、それが楽しくてのめり込んでって練習してって、で中学の時にバンドを組まないかっていう話がなんか噂で流れてて、でそいつに頼み込んで俺もドラムやりたいって言ったら、ごめんドラムもういるんだって言われて、おっとこれはちょっとオーディションかなって思ったんですけど、相手どうやらドラム教室に通っていてめちゃくちゃうまいんですよ。おっとこれは戦って勝てる相手じゃないぞ。ないと。ベースなら空いてるけどってゆみちゃんベースおおそこの抵抗はなかったんだ。もうなんかバンドやりたくて、ずっと一人で音楽室休み時間叩いてて、誰かと合わせたことがなかったので、そうですね。もうそれがきっかけで初めて弾いて、曲ですよね。バンプ・オブ・チキンの車輪の歌を最初コピーしてましたね。でチューニングがハーフダウン半音下げなんですよ、それ知らずにずっとなんかぽいけどちょっとなんだろう違うかなみたいな。俺は今何をやっているんだってずっと1ヶ月ぐらいずっと悩んでましたね。それでなかなか気づかなかった、そうかみたいな。そうですね。
はは面白い。ちなみに今ベースって何本ぐらい持ってるんですか？これ6本ぐらい。少ないのかな多いのかな、これはわからないけど、でも一度に弾けるのは1本なんで多分多いと思います間違いないねちなみにこれも結構いろんな人に聞いてるんですけど、自分のベースにニックネームつけますか？つける時もあればつけない時もつけない時もありますね。はい、これでもね、実際アンケート答えてもらって実際にどんな名前なのか書いてあるんですけど、言っていいですか？はい。チョミコって誰？チョミコは最近買った。しかも最近の子にチョミコと名付けたわけですね。はい。ミュージックビデオの魂の居場所でちらっと僕がそれ持ってるんですけども、色がチョコミントみたいな色なんでチョミコってだいたい見た目で名前つけてます。まんまだった。本当にまんまですじゃあこの下に書いてあるこけしさんは苔みたいな色のベースねそっか、そんなにひねらなくていいんだね、ニックネームつけるのはね。同じ色着たらどうしようかなってぐらいだ。本当よね、そうよね。同じ色のベースを買わないようにしてますなぜニックネームに引っ張られてその色のベース買えないってちょっと本末転倒な感じありますけどね。はい、面白い。ベーシストあるあるみたいなことでも書いてもらってます。はい、不意にベーシストって〇〇しがちだなと思うところは何って聞いたら、答えてくれたのは、目立たないって言われがちだけど、不意に自分を見ろ的な目立つフレーズを弾くかっこよさあります。これソロ回しとかいうとこじゃなくてですね、もうあれなんか急に音域誰か入ってきたなっていう時って大体ハイポジっててはいはいはい、内側のところがちょっとそうどけ俺だっていうはいはいはい、あれでも逆にやっぱかっこいいんですよね。そこに全集中して注目してほしいってちょっと僕にはできないんですけど、またそういうのをね、かっこいいですね。なるほどね。というね、このベーシストの深掘りを今日はさせていただいてます。11月11日ベースの日でございます。J-Wave スペシャル The Bass Day Radio、 マカロニ鉛筆のベーシスト高野健也君にもうベースの話を掘り下げておりますということで、いろんなアンケートなんか知れてきますね。こういうことか思ってるんだとか、ね、意外な面がね紐解けてます。でマカロニ鉛筆ってみんな作曲するじゃないですか。自分で作曲するときはベースから考えるタイプですか？まちまちなんです。結構ピアノからやったりとかギターからやったりとか。じゃあ結構いろんなアプローチでやって同じ方法だとなんか同じ曲に素直になっちゃうんで自分は。そっか、だからベース一辺倒だとそれっぽいのがどんどんできちゃう。そうです。だからバラードだったらじゃあドラムから今度作ってみようかな、この前はギターから作ってたからとか、そういう感じで、本当ドラムからできることも多いですね。不思議とユニークっすね。本当に自分でも変だなとそうなんだ。じゃあこの曲でって言われたら、それベースで作ってないですよねみたいなこともあり得る？あり得ますね。二人ぼっちの夜はあれは、キーボードから作りました。じゃあ俺だから4人のそれぞれのパーツから作っていく曲がそもそもバリエーションのあるマカロニ鉛筆を彩ってるのかなと思ったら、一人がまた違うアプローチから作ってるって面白い。そう、僕の勝手な解釈でそのギターはこんなもんかなって感じで、なるほど、多分ギタリストからしたらいやこんなんじゃないよって言われがちなんですけど、個性になるんだろうな。面白くてちょっとね今日ねじゃあその中で選ぶのは難しいかもしれないんですけども、1曲選んでちょっと弾いていただきたいなということで、リクエストさせていただきました。どの曲を弾いていただけるんでしょうか？これこそドラムから作った曲。意外にベースじゃないという。意外とただ、ドラムに合わせてなんか楽しくなる、なんか弾いてて楽しいって思えるベースラインを考えて、その後にメロディーをつけるっていう。ちょっとそれ弾いてもらってもいいですか？いいですね。ちょっと今ね横にベースがありますんで、もう音が出せる一応セッティングをさせていただいてます。今持っていただいてちょっとっぽい感じで、意外といいっすか？トマソン
トマソンっていう、そうです。トマソン弾いていただけです。緊張してる。手汗が。でもね、生放送だし生配信だしということで、我々もちょっとドキドキしながら、しかも俺の場合一番至近距離でこれ見れるわけですからワクワクしております。いける。今ね一生懸命音を出さずに弾いてますよね。はい、来た。失敗したらごめんなさい。まあこれはもう生放送生配信、本当に頑張ります。大丈夫です。来た。いいですね。これが生放送の醍醐味です。やや無茶ぶりかもしれませんがお願いしましょう。はい、お願いします。はい、急出し僕です、お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。はい。いや、いいわ。ね。もう言葉をなくしてる契約。もう配信用にこれ音源作ってきて、歌入ってない。そうだよね。めったに聞けない音源。うわ超レア。そうだよ。そうです。服部がいないよ。いないんです。だから自分でもあれ今どこだっけって。そうだよね。そうか。バンドの形とまた違うスペシャルでした。はい。いやもうじゃあこの流れでちょっとみんなベース耳になってるんで、ベースな耳で聴いてみたいマカロニ鉛筆の曲をここで聴いていただきたいと思います。はい。解説とかはもうちょっとしてもらってもいいですか。ちょこっと。はい。マカロニ鉛筆の愛の手という曲なんですけども、ベースがめちゃくちゃ早く動いてるとかではなく、ベースのから入ってでバーンってバンドで出て、だけど落ちサビでボーカルとベースだけになるんですね。そこが一番聴きどころで個人的にも好きなフレーズです。じゃあ聴いてもらいましょう。曲紹介お願いします。マカロニ鉛筆で愛の手。はい、愛の手がかかっております。そういうことなのね。ベースも置いてもらってもいいですか。いや大活躍ベースでございます。もう本当にいやよかった。いや緊張した。ありがとう。よかった。いやこれでまたそれこそねマカロニ鉛筆って本当多彩でいろんなアレンジがあるバンドだから聞きどころがいっぱいあるんだけど、その説明で聞くといろんなアレンジの中でもそこが聞こえるからやっぱ大事だよね。そうですね。しっかり聞いてもらうって。本当に。でこの愛の手は特に歌とベースだけになるっていうのが多分マカロニではこの曲だけかな。そうですね。そうか。しかもサビなんで、はいものすごく注目される瞬間で歌を支えてるのは俺だけだっていう、そこがすごい、やっぱりライブでやってても楽しいですし、誇りに思える瞬間ですね。そこは。話じゃないか。いい話じゃないか。いやもうこのね結構仕事的には楽器別でいろんな人に4人いたら4人全員にソロインタビューとかもあるんで、あれだけど、ですね。あとなんだろう、憧れのベーシストとか、影響を受けたベーシストとかを、あえて僕言わないようにしていて。じゃあここで聞き出しても教えてくんないんだね。もう絶対言えないです、ね。先入観が生まれたくないんですよね。それは自分のプレーにってことかな。プレーにもですし、この人影響されてこの人に影響されて高野健也じゃなくて、もうマカロニ鉛筆の高野健也でいてほしい、いたいなっていうので、あと憧れの人もあんまり意識しないようにしてっていうのもその人になっちゃうんで、
自分は自分らしさの、そっか、自分のこともよく知ってるから余計にそうですね、そこを入れちゃうと、思い描いちゃうと自分もそこに吸い寄せられていっちゃうみたいな。本当影響されやすいですし、すぐ真似しちゃうんで。なるほどね、なるほどね。ありますね。これはもうバンドのボーカルが服部という名前にしてはね、なかなか逆のいやだからでもだからこそなんだよね。そうですね。うわ深いぞこれ。邪魔したくないというか、はいはい、壊したくないっていうのがあるんで。そうですね。いい話ですね。ラジオのリスナーが愛の手を聞いている間に、配信の皆さんに深い話を今伺っておりますそういうことなんだね。だから結局一緒なんだよね。そうなんですよ。そう、同じその憧れがしっかりあってとか、面白いな、近づいたり離れたりしたいんだろうね。何なのか、そのリスナーとしてもプレイヤーとしても、面白い。で僕らはほら聞くだけじゃん。だから憧れとか好きとかってもうこうわーっと両手広げてさ、その音を欲しいって言うけど、プレイヤーでその曲を作る側とかね、あんまり話したくないですもん。そうなるんだね。プロだなただ変人ですもん本当に。もう変わってるねって本当に言われますね、結構。そうなんだね。そういう音楽性っていうか音楽への向き合い方なんだって。なんかマイナスな面で捉えられることもあれば、まあでも俺は俺で言いたいからっていうのでなってますね。そっかそっか。マカロニ鉛筆愛の手聞いていただきました。ベース耳で聞けましたか、ハイライト伝わりましたか。これまたライブでやってもその瞬間はみたいなところあるわけですよね。ありますね。ぜひライブでもともども楽しみにしていただきたいと思います。でマカロニ鉛筆バンドの方に話を戻すとするとですね、結成10周年の節目、迎えております。もういろんなところででかいライブをやってるわけですし、いろんなところで、フェスだったりとかでハイライト、いろいろ皆さん見てくださってると思います、なんか自分たちの中でここまで、そして次へみたいな感覚があるんですか？いやもうこれやったから次これ行こうというよりも、なんかこれ思いついたからやってみないっていう感覚で。じゃあなんかこう節目までにこういうことしてというなんかプラン先行というよりは、まあでもやっぱ10年っていうのは10年やんないとできないので、特別なものはやっぱ作りたいねっていうので、全員が歌詞を書いて、なおかつそこの部分を歌う僕ら夢の中っていう曲も、作ってみたいとか、そういう新しいことにも挑戦しつつ、楽しさ、レックしてて楽しいってことは忘れないように、もういつも笑いにあふれてますね。そう、このレックしてて楽しいっていう感じはもうそれこそ楽曲からあふれてるよね。あふれてますね。これほどそのライブでももちろんなんだけど、楽曲から出てくるのすごいよね、危機としてやってる感じ。メンバーそれぞれがここの部分に出てきて、もうにやりとしてる感じがマカロニ鉛筆は本当にこうメンバーの顔が浮かぶというか伝わるというか。じゃあこのワイワイ感はこれからもマカロニ鉛筆の曲になってきますか？なりますね。音に出ちゃいます、素直に。本当にいいな。どんなものが出てくるか、振れ幅も広いでしょうね、本当にもうみんないろんなものにもうちょっかいしてるんでジャンルに僕ももう聴いてきた音楽みんな違うので、なんかそこをこういう曲があるんだよって言って、こういう曲作ってみないっていうのでやったりしてますね。まあ最終的によくそれが一つにまとまるもんだと思うのがマカロニ鉛筆です。大変ですということでですね、1が4つ並んでおります。今日11月11日はベースの日ということで J-Wave Special The Bass Day Radio、 この時間は YouTube の生配信との連動で、お届けしてきましたけれども、もうあっという間ですがそろそろグランドフィナーレの時間になってしまいました。改めてこのベースの日なんですけれども、毎年ベーシストが中心となって楽器への興味を高めてもらったり、音楽のより深い幅広い接し方発見してもらったりということで、楽しさを分かち合うことを目指してやっております。最後に改めてベーシスト高野健也さんからメッセージいただけますか？はい、ベースやりたくてって入った自分じゃないんですけど、でも弾いてて楽しいっていうのはやっぱりみんなと合わせてる時であって、で意外とっていうとあれなんですけども、奥がかなり深いです。本当に爪の長さで音も変わりますし、研究していて自分ではすごい誇りに思える楽器だなと思うので、こういう日があることがやっぱり嬉しいですし、そこに注目してくれる皆さんにも本当に感謝しております。
ありがとうございます。ということでベースの日、この後、ギリギリいっぱいまでね、皆さんハッシュタグベースの日をつけて、今日が終わるまで盛り上げていきましょう。ということで J-Wave スペシャル The Bass Day Radio、 ここまでは藤田匠と高野健也でした。ということで最後はこの言葉で締めましょう。せーの、ハッピーベースデー。